出血です。流壁が脆弱化していました。血圧が下がっています。90、85、78、75、60台まで低下。脈拍上昇中。モニターが警告音を鳴らし始めた。手術室に緊張が走る。医者の一人だが、雑用係として窓際に追いやられている俺は、その様子をモニターで見ていた。この手術は VIP 患者の手術ということもあって、院長たちも総出で見守っている。カメラが執刀医の表情を捉える。焦りと動揺が明らかだ。血圧計のアラームが鳴り続け、出血は止まらない。その瞬間、執刀医が突然顔を上げた。あなたがやりなさい。え？執刀医の隣に立つ女医の表情が青ざめる。彼女はメスを手に取ったはいいものの、手の震えが止まらず、メスを落としそうになった。私には無理です。彼女の声は絞り出すようなかすかな響きだった。院長の顔から血の気が引いていく。VIP 患者の命と病院の未来が風前の灯火だ。その時、俺の足が勝手に動いていた。手術着をまとい、手術室に入ると、震える女医の横に立った。そして静かに言った。20分で救ってみせます。誰もが信じられないという表情で俺を見つめる中、俺はメスを手に取った。そして、俺の名前は井上宝司。桜病院外科医局に所属する外科医だ。いつものように6時半に病院に到着すると、まずは医局のコーヒーメーカーのスイッチを入れる。外科教授である梅戸先生をはじめとする上野先生方が来る前に、入れたてのコーヒーの香りが医局に漂うようにするのが日課だった。8時、外来診察が始まる。今日は特に混雑しているようで、待合室はすでに患者さんでいっぱいだった。井上先生、一番の患者さんをお願いします。受付の看護師から声がかかり、俺は診察室へと向かった。最初の患者は、胃の調子が悪いと言って来院した70代の男性だ。俺が問診を始めると、患者さんは少しずつ症状を説明してくれた。話をよく聞いていると、単なる胃炎ではなく、もっと深刻な問題が隠れている可能性があると感じた。念のために詳しい検査をしましょう。今日は CT を取って血液検査もさせてください。俺は直感に従って検査をオーダーした。検査結果が出るまでの間、次々と患者さんの診察を進める。10時を過ぎた頃、医局のドアが勢いよく開く音がした。入ってきたのは梅戸先生だった。井上くん、なぜ勝手に患者に CT をオーダーした？あんな年寄りには必要ない検査だろう。病院の経費を考えなさい。梅戸先生の怒鳴り声が診察室まで響いてきた。俺は一瞬息を止め、それから静かに立ち上がった。申し訳ありません。ですが、患者さんの症状から判断して、精密検査が必要だと判断しました。無能なあなたに判断する資格はない。さっさと次の患者を見なさい。梅戸先生はそう言って立ち去った。残された俺は深く息を吐き、再び落ち着きを取り戻す。こんなことは日常茶飯事だった。井上先生、先ほどの患者さんの CT 結果が出ました。先生の判断通り、初期の胃がんの可能性があります。振り返ると、先ほどの看護師が立っていた。俺は無言で結果を受け取り、確認する。やはり、俺の直感は間違っていなかった。すぐに梅戸先生に報告してください。早期発見なら、完治の可能性は高いです。看護師は、俺の表情を見て、静かにうなずいた。午後の外来が終わり、俺は病棟の回診に向かった。ここでも俺の仕事は、基本的に雑用だ。患者さんのカルテを持ったり、状態を記録したり、時には体を拭いたりすることもある。井上先生、3番ベッドの患者さんが熱を出されています。看護師から報告を受け、俺は急いで患者の元へ向かった。その患者は、3日前に虫垂炎の手術を受けたばかりの16歳の少女だ。どうですか？彼女の額に手を当てると、確かに熱がある。俺はすぐに感染の可能性を考え、傷口を確認した。少し赤くなっていますね。念のために抗生剤を変更しましょう。俺が指示を出していると、背後から
冷たい声が聞こえた。井上くん、何をしている？それは主治医の仕事だろう。振り返ると、そこには再び梅戸先生の姿があった。すみません。ただ、感染の兆候があったので。余計なことをするな。君は雑用係だ。それ以上でも以下でもない。梅戸先生はそう言い捨て、自ら診察を始めた。結局、俺の判断通りに抗生剤は変更されたが、それはすべて教授の判断ということになった。夕方、ようやく一日の仕事が終わりに近づいていた。医局を出る前に最後にカルテを整理し、明日の外来予約を確認する。時計を見ると、もう8時を過ぎていた。他の医師たちはとっくに帰宅している時間だ。梅戸先生に評価されることも、出世することも俺の望みではない。ただ目の前の患者さんが健康になること。それだけが俺の医師としての誇りだった。たとえ雑用係と蔑まれようとも、俺は目の前の患者を救うためにできることをするだけだ。外に出ると、すでに夜の帳が降りていた。星空を見上げながら、俺は静かに歩き始めた。その日、朝からナースステーションでは興奮した声が飛び交っていた。俺は黙々とカルテを整理しながら、その様子を横目で見ていた。家田先生が今日からいらっしゃるんだって。あの若手のエース外科医の家田恵美先生だよね。テレビにも出てたよね。すごく美人だって聞いたよ。新しい医師の赴任に桜病院全体が活気に溢れていた。梅戸先生は今日に限って珍しく早く出勤し、新進気鋭の外科医を迎える準備に余念がなかった。10時、病院の玄関に黒いセダンが滑り込むように停車した。運転席から降りてきたのは、彫刻のように整った顔立ちと、澄んだ瞳が印象的な女性だった。長い黒髪を後ろでまとめ、白衣の下には控えめなワンピースを着ていたが、その立ち姿は雑誌モデルのように洗練されていた。恵美先生、ようこそ桜病院へ。梅戸先生が両手を広げて出迎えた。まるで娘でも迎えるかのような笑顔だ。俺に対する厳しい表情からは、想像もつかない柔和さだった。お世話になります。家田恵美です。彼女の声は落ち着いていて、どこか自信に満ちていた。小柄な体からは想像できないほど、その存在感は大きい。恵美先生、論文で発表された新しい術式は、ぜひとも当院でも実践していただきたいですね。はい、機会があれば。ここには腕のいい看護師が揃っています。僕も全面的にバックアップしますよ。梅戸先生はそう言って、職員が集まった医局へと彼女を案内した。俺も遠巻きに様子を見ていたが、医局に入ることはなかった。雑用係の俺がそこにいる必要はないからだ。その日以降、病院の話題は家田先生一色となった。彼女の診察は的確で迅速、患者からの評判も上々だという。先週の緊急搬送された患者さん、覚えてる？あの出血量で普通なら救急処置だけで精一杯なのに、家田先生は一人で、止血から安定化まで全部やってのけたのよ。あの患者さん、もう歩けるんでしょ？奇跡よね。先日の医局会議でも、厚生労働省の新しい指針について質問したら、家田先生、全部答えられたんだって。そうそう、海外の最新研究まで全部頭に入ってるみたい。診断能力も尋常じゃないわよ。CT と MRI の微妙な違いを指摘して、放射線科の部長をうならせたって。俺は相変わらず、外来と雑用をこなし、時折、彼女の姿を廊下で見かける程度だった。彼女が通り過ぎるたび、病院中の視線が彼女に集まる。まるでスターが現れたかのようだ。ある木曜日の午後、病院の会議室で症例検討会が開かれていた。外科スタッフが集まり、難しい症例について議論する場だ。俺も一員として参加していたが、いつも通り、部屋の隅で静かに座っていた。では次の症例、79歳男性、腹部大動脈瘤の症例です。サイズは 5.8 センチと大きく、形状も複雑です。梅戸先生は大きなスクリーンに患者の CT 画像を映し出した。医師たちは真剣に画像を見つめていた。これは確かに難しい症例だ。通常なら回復手術を検討するところですが、患者さんの全身状態を考えると負担が大きい。かといって、ステントグラフト内装術も解剖学的に難しい形状です。
誰か意見はありますか？梅戸先生は両方の治療法のリスクを説明した後、部屋を見回した。俺は少し考えた末、手を挙げた。この症例の場合、カスタムメイドのステントグラフトを使用すれば、解剖学的な問題も解決できると思います。最近の論文でも、高齢者への低侵襲治療の有効性が。井上くん。梅戸先生は俺の言葉を遮った。あなたは外来担当。こういった高度な症例の議論に参加する必要はない。会議室に重苦しい沈黙が流れた。でも、この選択肢は検討する価値が。必要ない。梅戸先生は明らかに不機嫌な表情で言い放った。その時、家田先生が静かに手を挙げた。私もカスタムメイドのステントグラフトが適していると思います。家田先生は淡々と話し始めた。実質的には俺が言ったことと同じ内容だ。なるほど。さすがエミ先生。素晴らしい着眼点です。僕も同じことを考えていました。梅戸先生は満面の笑みを浮かべた。みんな、これがトップクラスの思考です。エミ先生のような柔軟な発想が我々の病院には必要なんです。他の医師たちもうなずいている。俺は黙って下を向いて会議をやり過ごした。数日後、医局でカルテの整理をしていると、家田先生が入ってきた。彼女は何か資料を探しているようだった。家田先生、お探しのものがあれば、俺が出しますよ。俺は声をかけたが、家田先生は資料から目を離さずに言った。結構、自分で探すわ。でも、来たばかりですし、資料の場所がわからないと思うので。井上さん、私はここに学びに来たの。一流の医師から技術を吸収するために。彼女はようやく俺の方を向いた。その瞳は冷たかった。梅戸先生から聞いたわ。あなたは実力がなく、外科医としての基本的な技術も持ち合わせていないと。俺は黙って聞いていた。反論する気力もなかった。あなたのような人から学ぶことは何もない。だから、私の邪魔をしないでちょうだい。そう言い残して、彼女は医局を出て行った。俺はため息をついた。夜も更けた病院の廊下は静寂に包まれていた。日勤の医師や看護師はほとんど帰宅し、残っているのは当直スタッフだけだ。俺は最後のカルテ整理を終え、疲れた体を引きずるようにして、帰路に着こうとしていた。ふと、手術室の方からかすかな物音が聞こえた。この時間に手術はないはずだ。近づくと、手術室の一つからわずかに光が漏れているのが見えた。俺は静かにドアを開けた。そこには誰もいない、と思ったが、奥のシミュレーション室から金属音が聞こえる。練習用の手術台が設置されている部屋だ。そっと覗くと、そこには一人の女性の姿があった。白衣を着た小柄な後ろ姿は、すぐに家田先生だと分かった。彼女は練習用のマネキンに向かい、メスを握っていた。深呼吸、集中して。彼女の囁くような声が聞こえた。俺は声をかけるべきか迷ったが、黙って見守ることにした。家田先生はメスを持ち上げたが、その手は明らかに震えている。彼女は何度も深呼吸を繰り返し、もう一度メスを構えた。しかし、マネキンに触れようとした瞬間、また手が震え始めた。ダメだ、また。彼女はメスを落とし、両手で顔を覆った。その肩が小刻みに震えている。家田先生は再びメスを手に取り、今度は強引にマネキンに向かって動かそうとした。しかし、手の震えはますます激しくなるばかりだ。もう。彼女は突然、メスを床に投げつけた。金属が床に当たる甲高い音が室内に響き渡った。そして、崩れるように膝をつき、肩を震わせ始めた。俺はもはや見ているだけではいられなかった。家田先生、静かに声をかけると、彼女は驚いて振り返った。涙で濡れた顔が俺の存在に気づいて一瞬凍りついた。井上さん。彼女は慌てて涙を拭おうとしたが、震える手ではうまくいかない。大丈夫ですか？俺は静かに近づき、床に落ちたメスを拾い上げた。見ないで。彼女の声は震えていた。院内のスターだった彼女が、今は弱々しく膝を抱えている。何も見ていません。俺はそう言って、メスをトレイに戻した。静寂が部屋を支配した。家田先生は、深く息を吐き、
震える手で髪をかき上げた。私、3年前に大きな失敗をしたの。前の病院にいた頃、小児脳腫瘍の摘出手術を担当した時に、7歳の女の子で難しい症例だった。手術は最初順調だった。でも、腫瘍の近くに隠れていた血管を傷つけてしまって、出血を止められなくて、目の前でその子は、彼女の目から涙がこぼれ落ちた。それから、メスを持つと手が震えるの。手術室に入ると、あの子の顔が見えて息ができなくなる。心療内科の先生には PTSD だと言われた。でも、私はそれを認めたくなかった。彼女は深いため息をついた。梅戸先生は若手のエースとして私をヘッドハンティングしてくださった。他の医師もみんな外科のスターとしての私に憧れと期待の目を向けてる。私はそんなみんなを失望させられない。エース医師としての威厳を保たなければ。でも本当の私は。彼女は震える手を見つめた。これが現実。手術の時に手が震える医者。救えるはずの命を救えなかった無能な医者。彼女はゆっくりと顔を上げ、まっすぐに俺を見た。井上さん、誰にも言わないでください。私の本当の姿を。この PTSD のことを。彼女は懇願するように俺の目を見つめた。プライドの高い彼女がこんな風に頼むなんて、相当追い詰められているのだろう。大丈夫です。言いません。俺はゆっくりとうなずいた。シミュレーション室の静けさの中で、俺たちは並んで座った。月明かりだけが窓から差し込み、家田先生の横顔を浮かび上がらせている。俺は静かに口を開いた。家田先生、医者は患者を救うために存在します。でも、すべての命を救えるわけじゃない。家田先生は黙って下を向いていた。俺も失敗したことがあります。急患で運ばれてきた妊婦さん。急性大動脈解離でした。母子共に救いたいと思いました。でも選択を迫られました。母体を優先すべきか、子供を優先すべきか。そして結局、どちらも救えませんでした。その言葉に彼女は顔を上げた。俺は手のひらを広げ、それから静かに握りしめた。あの時、俺は完璧を求めすぎました。だから判断が遅れたんです。医者は神じゃない。完璧である必要もない。ただ、目の前の患者のために、今できることをするだけなんです。家田先生の目に涙が浮かんだ。でも、あの子の顔が、消えないでしょう。消す必要もありません。その子の記憶は、家田先生の一部になったんです。その記憶が、次の命を救う力になります。恐怖と向き合うのではなく、恐怖と共に歩むんです。俺は優しく言った。家田先生の腕は確かです。それは誰もが認めていること。あとは自分を許すだけです。家田先生は涙で濡れた顔で俺を見つめた。井上さん、なぜそんなに優しいの？私は、あなたに対して。医者同士ですから。それにみんな、傷を抱えながら歩いているんです。見えないだけで。俺は微笑んだ。誰にだって心の奥底に隠している痛みがある。それは医者だって同じだ。むしろ命と向き合う職業だからこそ、その傷は深いのかもしれない。俺は決心して彼女の方を向いた。家田先生、よかったらお手伝いさせてください。彼女は少し驚いたような表情で俺を見た。手伝い？そう。PTSD の克服。一人じゃ難しいと思うんです。まずは手の震えを抑える訓練から始めましょう。星明かりの中、彼女の瞳が揺れた。迷いと希望が交錯している。本当に、私なんかのために。もちろん。家田先生は長い間俺を見つめた後、初めて心から笑顔を見せた。その笑顔は、月明かりの中で輝いていた。お願いします、井上先生。それと、ありがとう。彼女の声は小さかったが、俺の耳にははっきりと聞こえた。俺たちは静かに部屋を出た。廊下に並んで立ち、窓の外を見ると、夜空に星が瞬いていた。その約束から3日後、夜勤が終わった後の病院、人気のない手術訓練室で、俺と家田先生は向かい合っていた。まずは基本から、メスを持つ前に手の震えをコントロールする訓練からです。俺は穏やかな声で説明した。
彼女はやや緊張した面持ちでうなずいている。小さな体には大きすぎる不安を背負っているようだった。コントロールってどうやって？深呼吸と筋肉の緊張と弛緩です。まず手のひらを広げて力を入れて、そしてパッと力を抜く。これを繰り返すんです。俺は自分の手のひらを彼女の前に示した。彼女も真似をする。最初はぎこちなかったが、徐々に動きが滑らかになっていく。次はこちらのボールを使います。小さなストレスボールを彼女に渡した。家田先生は握っては緩める動作を繰り返す。そんな風にして、俺たちは毎晩のように訓練を続けた。少しずつではあるが、家田先生の手の震えは軽減していった。ただし、実際のメスを持つと、まだ震えは残っていた。1週間後、俺たちは人形を使った簡単な石灰の練習に挑戦していた。今日は少し難しい内容です。緊張したら、あの呼吸法を思い出してください。彼女は深呼吸をしてメスを手に取った。最初は順調だったが、石灰線を引こうとした瞬間、彼女の手が震え始めた。ダメ、また。彼女の顔が青ざめる。汗が額から流れ落ちていく。大丈夫です。焦らなくていい。俺は静かに彼女の後ろに立ち、そっと手を添えた。呼吸に集中して。俺の呼吸に合わせて。背中越しに感じる彼女の体温と、かすかに香る彼女のシャンプーの匂いに胸が高鳴るが、今はそんなことを考えている場合ではない。息を吸って、吐いて。彼女の息遣いが少しずつ、俺のリズムに合ってくる。肩の力が抜けていくのが感じられた。もう一度、やってみましょう。彼女が再びメスを持ち上げる。手はまだ少し震えているが、以前よりは安定していた。彼女はゆっくりと石灰線を引き始める。できた！不完全な線ではあったが、彼女の顔に小さな勝利の喜びが浮かんだ。その笑顔に、俺の胸が熱くなった。まだ、完璧じゃないけど。彼女は自分の手を見つめながら言った。完璧を目指す必要はありません。一歩ずつでいいんです。俺の言葉に、彼女はふっと肩の力を抜いた。ありがとう、井上先生。少し希望が見えてきた気がする。彼女の瞳に浮かぶ涙は、もう絶望のものではなく、小さな全身への感謝の涙だった。完全な克服にはまだ遠いけれど、確かに彼女は一歩を踏み出したのだ。それからも訓練は続いた。時には前進し、時には後退する。PTSD の克服は決して直線的なものではない。でも、彼女の眼差しには少しずつ自信が戻ってきていた。訓練を終えたその夜、病院の屋上で俺たちは並んで立っていた。雨上がりの空気が心地よく、遠くの街の明かりがきらめいている。空気が澄んでるね。エミさんの声は静かな夜にすっと溶け込むようだった。彼女の横顔を見ると、いつもの緊張した表情はなく、柔らかな微笑みを浮かべていた。ええ、雨が全部洗い流してくれたみたいです。俺は軽く答えた。会話の合間に流れる沈黙も、なぜか心地よく感じられる。井上先生、ありがとう。私の弱さを受け入れてくれて。不意に彼女が言った。彼女は夜空を見上げながら言葉を続けた。あなたに出会うまで、私は誰にも弱音を吐けなかったの。完璧でいなきゃいけないって自分を追い込んでた。井上先生と一緒にいると自分らしくいられる気がするの。風が吹いて彼女の髪が揺れた。月明かりに照らされた横顔が一瞬銀色に輝いた。思わず胸が高鳴った。最初、私が君を見下していたのが今では信じられないわ。彼女は少し恥ずかしそうにうつむいた。その仕草が愛おしく思えた。雑用係だって思ってましたもんね。俺はわざと肩をすくめてみせた。ええ、窓際のただのコーヒー係だと思ってたわ。そういえば私、あなたのコーヒーまだ飲んだことないわ。エミさんは顔を上げ、いたずらっぽく微笑んだ。明日入れますよ。本場イタリアのバリスタも顔負けの一杯よ。大げさね。なら明日、私のランチと交換しようか。エミさんの手作りですか？コンビニおにぎりよ。静かな夜空の下で俺たちの笑い声が響いた。平日の午後、外科外来は比較的落ち着いていた。俺はカルテの整理をしながら次の患者の準備をしていた。そんな時、背後から声がかけられた。
井上くん、これを来週の会議までに集計しなさい。振り返ると、梅戸先生が大量の統計用の資料を持って立っていた。それから、研修医の評価表と、明日の手術の準備もやっておきなさい。断る隙も与えず、梅戸先生は書類の山を俺のデスクに置いた。申し訳ありませんが、明日までに外来患者のフォローもあって。それくらい両立できるだろう。あなたは外科医なんだから。そう言い捨てると、梅戸先生は颯爽と立ち去った。俺はため息をついて書類の山を見つめた。今日も残業確定だ。またなの？不意に聞こえた声に顔を上げると、エミさんが立っていた。トレーニングを始めてから、彼女とは病院内でも普通に会話するようになっていた。ああ、まあ、いつものことだよ。俺は軽く笑ってみせたが、エミさんの表情は厳しかった。昨日の訓練で教えてくれた血管縫合の手技。あれは標準的な教科書には載っていないものよ。無能どころか、相当高度な技術を持っていることがわかるわ。そんな技術を持っている人が、なぜこんな扱いを受けているの？その目はまっすぐに俺を見つめていた。俺は一瞬言葉に詰まったが、すぐに笑顔を作った。まあ、病院にはいろいろな事情がありますから。事情って何？宝司さんのアドバイスのおかげで、私の PTSD が改善されてきているのは確かよ。何があったの？なぜあなたは雑用を押し付けられているの？一歩踏み込むように、彼女は俺のデスクに近づいた。俺は肩をすくめた。医局の人事なんて、そんなものですよ。実力だけじゃなく、人間関係とかタイミングとか。でも、それよりもエミさん、昨日の訓練で気づいたんですが、血管を扱う時の指の角度が随分良くなってきましたね。このまま続けていけば、手の震えも必ず。話をそらさないで。彼女はきっぱりと言った。宝司さん、あなたは何か隠してる。梅戸先生との間に何かあったんでしょ？俺はため息をついた。その時、廊下から急ぎ足の声が聞こえてきた。看護師が慌てた様子で近づいてくる。家田先生、3番ベッドの患者さんが急変しています。わかったわ。すぐ行くわ。エミさんは一瞬俺を見た後、足早に立ち去った。俺は山積みの書類に向き合い、黙々と雑務に取り掛かった。窓の外では秋の雲が流れていた。その日の朝、病院は普段とは違う緊張感に包まれていた。院長自ら職員を集め、臨時のミーティングが開かれたのだ。院長の声は普段より高く、やや興奮気味だった。本日午後、三木光様が入院されます。医局内にざわめきが広がった。三木光といえば、テレビでもよく見かける著名な経営者だ。IT 業界の重鎮であり、慈善事業家としても名高い。三木様は、腹部大動脈瘤の手術のために当院を選んでくださいました。そして、手術成功の暁には、最新の医療機器一式を寄付してくださるとのお約束もいただいております。院長の言葉に、医師たちの間で小さな歓声が上がった。新しい医療機器は、病院にとって大きな武器になる。執刀医は、我が病院が誇る外科のエース、梅戸教授です。万全の体制で臨みますので、皆さん最高のサポートをお願いします。梅戸先生は胸を張って一歩前に出た。その顔には自信に満ちた笑みが浮かんでいた。僕が責任を持って執刀させていただきます。心配は無用です。その日の午後、ミキさんが病院に到着した。俺は梅戸先生から命じられていたVIPルームの準備を終え、廊下で待機していた。すぐに院長と梅戸先生に伴われたミキさんが現れた。ミキさんはテレビで見るよりも痩せて見える。中年の男性だった。しかし、その目は鋭く、カリスマ性を感じさせる。こちらが今回あなたの執刀を行う梅戸教授です。院長が梅戸先生を紹介すると、ミキさんは興味深そうに梅戸先生を見つめた。噂には聞いていましたよ。桜病院の天才外科医だとね。梅戸先生は謙遜する素振りも見せず、自信満々にうなずいた。ご期待に応えられるよう全力を尽くします。俺の症例は難しいと聞きましたが、梅戸先生に任せれば大丈夫ですね。ミキさんの率直な質問に、梅戸先生は自信たっぷりに答えた。もちろんです。僕が執刀する以上、完璧な結果をお約束します。院長も横で大きくうなずいている。
彼らの自信に、ミキさんは安心したように微笑んだ。それから、ふと俺に視線を移した。この若い先生も、手術に参加されるのですか？ミキさんの問いに、梅戸先生の表情が一瞬こわばった。いいえ、彼はただの雑用係です。ほら井上くん、ミキさんの荷物を運んでくれ。梅戸先生の命令に、俺は黙って従った。ミキさんの手術当日は、病院全体が異様な緊張感に包まれていた。廊下を歩く医師や看護師の足取りも普段より早く、みんなが重要な一日であることを意識しているようだった。手術の2時間前、医局ではカンファレンスが行われていた。最後の確認事項が入念に話し合われ、ミキさんの症例について詳細な説明がなされていた。では最後に、手術チームの編成を発表する。梅戸先生は重厚な声で言った。何人かの名前が呼ばれ、それぞれがうなずいていく。そして第一助手は家田医師だ。エミさんの顔が一瞬凍りついた。私ですか？彼女の声には明らかな動揺が混じっていた。第一助手というのは執刀医の右腕として最も重要な役割を担う。場合によっては手術の成否を左右することもある。あなたはこの病院のエース外科医なんだからな。この重要な手術で実力を見せてもらう。梅戸先生は彼女の肩を叩いた。エミさんは無言でうなずいたが、その手が小刻みに震えていることに俺は気づいた。カンファレンスが終わり、医師たちが各自の持ち場に散っていく中、俺は廊下でうつむいて立ち尽くすエミさんの姿を見つけた。エミさん、そっと声をかけると、彼女はハッとした様子で顔を上げた。浩二さん。彼女の顔は青ざめていた。明らかに PTSD の症状が出始めている。大丈夫？人目を避けるように、俺たちは小さな休憩室に入った。彼女は深呼吸を繰り返していたが、なかなか落ち着かない様子だった。私できないわ。第一助手なんて、メスを持つなんて、ミキさんの命がかかってるのに、私がまた失敗したら。彼女の声は震えていた。トレーニングの成果は出てきていたものの、実際の大手術となると、まだ自信がなかったのだろう。俺はそっと彼女の肩に手を置いた。できるよ。大丈夫。俺の言葉に彼女は不安げな目で見上げてきた。どうしてそんなに自信があるの？この1ヶ月、エミさんの成長を見てきたからだよ。あの頃よりずっと手が安定している。でも、俺はゆっくりと彼女の両肩を掴んだ。エミさん、君は素晴らしい外科医だ。今日、ミキさんの手術でそれを自分自身に証明するんだ。彼女の目から一筋の涙が流れた。訓練の時に教えたことを思い出して、深呼吸して一つ一つの動きに集中する。過去ではなく、目の前の患者に意識を向けるんだよ。エミさんは深呼吸をした。彼女の表情が少しずつ落ち着きを取り戻していく。ありがとう。浩二さんがいてくれて本当によかった。ミキさんのためにも、自分のためにも最善を尽くすわ。その調子だ。彼女は小さく微笑んだ。その表情にはまだ不安はあるものの、以前よりずっと真の強さが感じられた。廊下から看護師の声が聞こえた。準備の時間だ。エミさんは俺を見て小さくうなずいた。行ってくる。彼女は勇気を振り絞るように深呼吸すると、手術室へと向かっていった。俺は彼女の背中を見送りながら心の中で祈った。この手術が無事に成功すること。そして、彼女が自信を取り戻すこと。手術の開始時間が近づき、病院内の特設モニタールームには、次々と病院スタッフが集まってきた。通常の手術では、こうして大勢が見守ることはない。しかし、今日のミキさんの手術は特別だった。多額の寄付金と病院の評判がかかっているだけではなく、難易度の高い術式に医療スタッフ自身が興味を持っていたのだ。事務職員や高野医師まで集まり、中には院長の姿もあった。院長は最前列で腕を組み、厳しい表情でモニターを見つめていた。俺もその一人として、後方のモニター前に立っていた。大きなディスプレイには、すでに消毒の終わった手術室の様子が映し出されている。麻酔科医が最終確認をしている横で、看護師たちが手術器具を並べていた。時計の針が手術開始時間を指した瞬間、手術室のドアが開き、梅戸先生と
エミさんが入ってきた。梅戸先生の動きは堂々としていたが、エミさんはやや緊張した様子だった。麻酔科医の麻酔完了しましたという声が聞こえ、手術が正式に始まった。メス。梅戸先生の声が響き、看護師がメスを手渡す。梅戸先生は一瞬だけエミさんを見て、それからミキさんの腹部に最初の切開を入れた。見事な手つきだった。皮膚、皮下組織、筋膜と次々と層を切開していく。吸引。エミさんは言われた通り、手早く血液を吸引した。その手は少し緊張気味ではあったが、震えはなかった。俺は小さく安堵のため息をついた。さすが梅戸先生。手術の進行が早いわね。いやー、さすがだな。腹部大動脈瘤の露出の仕方が完璧だ。モニタールームでは医師たちが専門的な解説を小声で交わしていた。彼らの声には称賛と期待が混じっていた。カメラが手術矢を捉え、モニターにはミキさんの大動脈が映し出された。確かにかなり大きく膨らんでいる。破裂すれば即座に致命的になるだろう。ここからが本番だな。誰かがつぶやいた。最も難しい部分。大動脈の遮断とコブの処理が始まるのだ。梅戸先生は冷静に指示を出し、エミさんも迅速に応じていた。二人の連携は見ていて息が合っているように見えた。クランプ。梅戸先生の声に応じて、エミさんが血管クランプを手渡す。その瞬間、俺は彼女の手に一瞬の震えを見た気がした。しかし、彼女はすぐに深呼吸をして、平静を取り戻したようだ。さすが家田先生、よくやっていますね。院長が感心したように言った。周囲からも同意の声が聞こえる。手術は順調に進んでいるように見えた。梅戸先生の手際の良さと、エミさんの適切なサポートで、予定より早くコブに到達した。ここからが最も重要な部分だ。梅戸先生の声が室内に響いた。モニターを見つめる全員の緊張が高まる。大動脈瘤の処理は、外科手術の中でも最も繊細な作業の一つだ。みんなが固唾を飲んで見守る中、梅戸先生は慎重に大動脈瘤の遮断を始めた。エミさんも真剣な表情で一挙手一投足に集中している。その時だった。梅戸先生がコブの壁に触れた瞬間、異変が起きた。通常なら弾力のある血管壁がまるで湿った紙のように裂け始めたのだ。出血です。流壁が脆弱化していました。エミさんの声が響いた。カメラがズームすると予想以上に脆い血管壁が見えた。通常の術式では対応できないほど組織が劣化していたのだ。これは単なる腹部大動脈瘤ではなく、組織自体が病的に劣化した解離性大動脈瘤だった。血圧が下がっています。90、85、78、75、60台まで低下。脈拍上昇中。麻酔科医の声が聞こえた。俺は思わず体を前に傾け、画面を見つめた。慌ただしい声が手術室内を飛び交い始めた。スワンソン監視を、急いで。梅戸先生の声には明らかな焦りが混じっていた。彼の手の動きもそれまでの滑らかさを失っていく。手術室のモニターが警告音を鳴らし始めた。ミキさんの血圧がさらに下がっている。このままじゃ持ちません。麻酔科医の声が切迫していた。梅戸先生の手が止まった。その顔には汗がにじみ、明らかな動揺が見て取れた。こんなはずでは、コブの状態が想定と違う。梅田先生のつぶやきがマイクを通して聞こえてきた。緊急事態に対処できずにいる彼の姿に、モニタールームも静まり返った。その瞬間、梅戸先生が、突然顔を上げた。家田先生、あなたがやりなさい。え？エミさんの驚きの声が響いた。第一助手に突然執刀を任せるなど、前代未聞の事態だ。特殊な血管縫合が必要だ。あなたならできるはずだ。梅戸先生の声は半ば命令、半ば懇願だった。エミさんは深呼吸をした後、恐る恐る梅戸先生の位置に立ち、ゆっくりとメスを受け取った。彼女は冷静を装っていたが、その手はわずかに震えていた。モニタールームで見守る俺は、思わず前のめりになっていた。モニターを通して見えるエミさんの姿に、俺の心臓が早金を打つ。エミさんはメスを構え、細心の注意を払って切開を始めた。最初の一手は見事だった。精密な切開ラインが形成され、周囲の医師たちからは安堵のため息が漏れた。さすが家田先生。看護師の声が響く。しかし、
その時だった。モニター越しにエミさんの表情が凍りついたのが見えた。モニターに映るエミさんの手が目に見えて震え始めた。メスを握る指がこわばり、その刃先が不規則に揺れている。家田先生、大丈夫ですか？そばにいた看護師が不安そうに声をかけた。しかし、エミさんの耳には届いていないようだった。彼女の瞳は恐怖で見開かれ、額には冷や汗が浮かんでいる。いけない。手が。彼女はかすれた声でつぶやいた。PTSD の発作が彼女を襲っていた。トレーニングの成果も、積み重ねてきた自信も、この瞬間に押し流されていく。血圧がさらに低下。50を切りました。麻酔科医の警告が響く。ミキさんの命は風前の灯火だ。家田先生、集中しなさい。梅戸先生が焦りの声を上げる。しかし、エミさんの状態はさらに悪化していた。彼女の手の震えは止まらず、メスを落としそうになっている。顔は蒼白で、瞳からは涙が溢れ出していた。私には無理です。彼女の声は絞り出すようなかすかな響きだった。手術室の空気が凍りつく。梅戸先生の表情が絶望に変わった。医師たちの間で動揺が広がる。どうするんだ？このままじゃ患者が。手術室内は混乱の渦に飲み込まれていた。看護師たちが慌ただしく動き回り、血圧計のアラームが鳴り続けている。梅戸先生の額には汗が浮かび、その表情には焦りと諦めが混在していた。別の執刀医を呼ぶべきです。でも誰が？今からじゃ間に合わない。血圧がさらに下がっています。このままでは。麻酔科医の声が愛玩にも似た響きを帯びていた。エミさんはその場に立ち尽くしたまま、震える手を見つめていた。彼女の目からこぼれ落ちる涙がマスクを濡らしていく。モニタールームの俺はもはや耐えられなかった。椅子を蹴飛ばすように立ち上がると、俺は駆け出した。周囲の声も、視線も気にならない。今俺の頭の中にあるのは、エミさんとミキさんの命だけだった。廊下を走り抜け、手術室へと向かう。手早く消毒を済ませ、メッキンギと手袋を装着した俺は、手術室に飛び込んだ。井上くん、何をしている？どうして入ってきた？梅戸先生の怒声が響いた。しかし、俺の頭には、それを気にする余裕はなかった。俺は、エミさんの元に向かって進んだ。彼女はうつろな目で俺を見上げた。王子さん、私できないわ。手が震えて。あの子みたいにミキさんも。彼女の目は恐怖で見開かれ、全身が小刻みに震えていた。俺はエミさんの目をまっすぐに見つめた。エミさん大丈夫だ。俺がここにいる。俺がサポートする。ミキさんを一緒に救おう。俺の声は、騒がしい手術室の中で、彼女だけに届くように静かに、しかし力強く響いた。井上くん、何をしているんだ？すぐに出て行け。梅戸先生の怒声が手術室に響き渡った。その顔は怒りで真っ赤に染まり、額の血管が浮き出ている。俺は深く息を吸い込んだ。これまでの数年間、俺は何度も逃げてきた。雑用係として病院の片隅で目立たずに過ごすことが安全で楽な道だと思って。でももうそれは終わりだ。今、目の前には救うべき命がある。エミさんの未来がある。俺は梅戸先生の目をまっすぐに見た。このままでは患者は助かりません。特殊な血管吻合術が必要です。梅戸先生、俺にオペをやらせてください。俺は声のトーンを落とし、冷静に言った。梅戸先生の表情が崩れた。彼は一歩後ずさり、俺を見つめた。やらせてください。もう逃げません。梅戸先生の目が俺を見つめる。彼は深いため息をついた後、ゆっくりと口を開いた。いいだろう。ただし失敗したら、医師免許を剥奪する。その言葉に、手術室は静まり返った。ミキさんのモニターの音だけが、緊迫した空気を刻んでいる。エミさんが小さく息を飲む音が聞こえた。彼女の手がわずかに震えている。はい、その覚悟でいます。俺の声は予想以上に力強く響いた。エミさんが一歩下がり、俺に場を譲った。俺は手術台に向き直った。開かれたミキさんの腹部に複雑に損傷した大動脈瘤が見える。出血は激しく、時間との勝負だった。20分で救ってみせます。梅戸先生の目が大きく見開かれた。20分だと？笑わせるな。梅戸先生が鼻で笑った。しかし、その嘲笑は長くは続かなかった。俺がメスを持った瞬間から、手術室の空気が一変した。それまでの絶望と混乱が
一気に緊張感と期待に変わる。まず、俺は出血部位を正確に同定するため、監視で慎重に組織を分け、視野を確保した。通常なら助手に任せる作業だが、俺の手は一瞬の迷いもなく、完璧な角度で組織を展開する。吸引。俺の声に反応して、エミさんが吸引器を手に取った。彼女の手はまだ少し震えていたが、俺の動きに合わせようと懸命に努力している。視界がクリアになるにつれ、大動脈瘤の全容が明らかになった。縫合紙、血管用持針器、マイクロ鉗子2本。俺の指示に看護師たちは驚きの表情を浮かべながらも素早く反応する。血管縫合用の極細の針と糸が俺の手元に揃えられた。ここからが本番だ。俺は集中を高めるように深く息を吸い込み、大動脈の損傷部に向かって手を動かした。その瞬間、まるで体が勝手に記憶を取り戻したかのように感じた。これまで雑用係として過ごした日々が嘘のように、外科医としての感覚が一気に蘇ってきた。頭の中では血管の走行や組織の状態が立体的に映し出され、針をどの角度で刺せば最も効果的か瞬時に判断できた。ここだ。心の中でつぶやきながら、俺は縫合紙を持つ針を大動脈壁に滑り込ませた。針が組織を通過するかすかな抵抗感。その感触だけで針が正確に内膜と中膜の間を通っていることがわかる。引き抜く強さも本能的に調節していた。強すぎれば脆弱な血管壁が裂け、弱すぎれば結紮が不完全になる。その絶妙なバランスを俺の指先が覚えていた。次々と針を運びながら、俺は自分の手の速さに我ながら驚いていた。頭の中ではすでに次の2手、3手先を計算し、手はそれに遅れることなく動いている。まるで時間の流れが周囲より遅くなったかのような感覚だった。まるで自分の手が自分のものではないみたいだ。そう思いながらも、俺はさらに集中力を高めていった。残された時間は刻々と減っている。でも、俺の手は決して焦ることなく、最適なリズムで動き続けていた。なんて速さ。どこからともなく声が漏れた。一時的な止血が完了すると、俺は本格的な血管再建に取り掛かった。大動脈のネクローシスした部分を切除し、腱状部同士を接合させる複雑な手術だ。通常なら数時間かかる作業を、俺は驚異的なスピードで進めていく。パッチグラフト。俺の指示に看護師が人工血管のパッチを用意した。俺はそれを受け取ると、瞬時に最適なサイズを目測し、ハサミで形を整えた。そして、針を持ち帰ると、再び縫合作業に入った。信じられない手さばき。エミさんの小さなつぶやきが聞こえた。彼女は、俺の手元を見つめながら、自分自身の呼吸を整えようとしていた。トレーニングで教えた呼吸法を実践しているのだ。俺の手が動くたびに、手術室内の空気が変わっていく。当初の絶望と混乱はいつしか驚嘆と期待に変わっていた。看護師たちの動きもスムーズになり、俺の指示を予測するかのように器具を用意するようになった。血圧が上昇してきました。80に回復しています。麻酔科医の声に手術室内に安堵の息が漏れた。ミキさんの状態が少しずつ安定に向かっている。最も危険な状態は脱したものの、手術はまだ完了していなかった。血流の安定化と周囲組織の修復が必要だった。俺はちらりとエミさんを見た。彼女の呼吸は随分落ち着いている。目にはまだ緊張の色があったが、恐怖に支配されてはいなかった。俺は優しく声をかけた。エミさん、ここから一緒にやらないか？エミさんの目が見開かれた。私が？あ、血流は安定した。あとは血管周囲の組織を修復して、並走の準備をする段階だ。君にできる。トレーニングの成果を見せてくれ。エミさんは一瞬躊躇した。が、すぐに彼女は深呼吸をして、決意の表情を浮かべた。俺は彼女に主要な縫合部位を説明しながら、持針器を手渡した。まずは腹膜の修復からだ。血管の周辺組織への圧迫を防ぐために、少し余裕を持たせる感じで、彼女はゆっくりとうなずき、持針器を握り直した。その手には、わずかな震えがまだあったが、以前のような激しいものではなかった。深呼吸して、リラックス。まず視野を確保するために、周囲組織を優しく圧迫して、俺が監視で組織を軽く押さえると、エミさんは針を構えた。彼女はゆっくりと針を進めた。最初の一針は慎重そのものだった。
いいぞ、その調子だ。彼女の最初の一針が成功すると、次第に彼女の動きに自信が生まれてきた。二針目、三針目と進むうちに手の震えも減っていった。腹膜を閉じたら次は筋層だ。看護師が新しい縫合紙を用意する間、俺はエミさんの肩に軽く手を置いた。順調だよ。君の手は確かだ。エミさんの目に小さな自信の光が宿った。彼女は次の縫合に取り掛かり、今度はさらにスムーズな動きを見せた。血管外科の基本は組織を尊重することだ。必要以上に引っ張らず、でも確実に寄せる。俺の言葉に合わせて、エミさんは技術を思い出していくように、少しずつ本来の実力を取り戻していく。次は少し難しい部分だ。大動脈周囲のリンパ管を損傷しないように注意して。俺は彼女のそばで、時に監視で組織を抑え、時に吸引器を使って視野を確保していた。彼女の嫉妬を最大限にサポートしながらも、主役はあくまで彼女だ。手術室のスタッフたちは最初こそ不安げに見守っていたが、次第に彼女の手技が安定していくのを見て表情が和らいでいった。素晴らしい。俺は静かに称えた。彼女の技術は確かなものだった。過去のトラウマさえなければ、彼女はもっと早くからこの実力を発揮できていたはずだ。もうすぐ終わりだ。最後の縫合をしよう。エミさんは深く息を吸い込むと、最初の層の縫合に取り掛かった。その指先には、もはや震えの影はなかった。彼女の目には集中と自信が宿り、かつてのエース外科医の姿がそこにあった。最後の結紮を終えると、彼女はゆっくりと顔を上げた。その目には涙が光っていた。終わりました。彼女の言葉に、手術室内に小さな拍手が広がった。梅戸先生は、半ば呆然とした表情で、この光景を見つめていた。ミキさんのバイタル完全に安定しました。血圧112/70、脈拍65、酸素飽和度 99%。麻酔科医の声に、手術室全体が安堵に包まれた。一時は命の危機にあったミキさんは、今は穏やかな寝息を立てている。まさに奇跡としか言いようがなかった。複雑解離性大動脈瘤の緊急修復を、たった18分で、しかも出血量は最小限。こんな神業見たことがない。二人の連携が素晴らしかった。周囲から驚嘆と称賛の声が上がった。エミさんは術後の確認を終えると、俺の方を向き、まっすぐに見つめてきた。手術室の明かりが彼女の瞳に反射して星のように輝いている。王子さんありがとう。あなたこそ本物の天才外科医だわ。俺は静かに彼女の肩に手を置いた。君も素晴らしかったよ。あの状況で再び手術に戻ってくる勇気を持てたんだから。エミさんは顔を上げ、微笑んだ。ミキさんを集中治療室に移しましょう。24時間体制で経過観察します。俺の言葉に手術室のスタッフが素早く動き始めた。誰もが晴れやかな表情で、俺とエミさんに敬意の眼差しを向けながら作業を進めていく。窓の外を見ると朝日が昇り始めていた。長い夜が明け、新しい一日が始まろうとしていた。手術から2日後、病院中の話題はミキさんの救命劇に集中していた。その中心人物とみなされている俺は、病院の廊下を歩くたびに視線が集まるようになった。これまで雑用係として目立たない存在だった俺が、突如としてスポットライトを浴びることになったのだ。外科医たちの間では、俺の手術主義についての専門的な議論が白熱していた。今朝もカンファレンスルームで、研修医たちが俺の手術のビデオを食い入るように見つめている。見てください、この縫合技術。教科書には載っていないアプローチです。血管吻合の速さといい、精度といい、世界トップレベルですよ。あの状況で冷静さを保てるなんて。井上先生の血管縫合は独特なんです。通常の単結紮ではなく、特殊な連続縫合を用いることで、時間を大幅に短縮しながら強度を保っている。それは、まるで別の世界に来たような感覚だった。かつて、俺の存在すら認めなかった医師たちが、今は真剣な眼差しで俺に向き合っている。王子さん。振り返ると、そこにはエミさんが立っていた。彼女の顔には疲れの色が見えたが、目は生き生きと輝いている。あなたの進化が認められて、本当に良かった。彼女の言葉には真心がこもっていた。俺はエミさんに微笑み返そうとした。その時だった。井上先生。振り返ると、
息を切らして走ってきた若い看護師の姿があった。彼女の表情は動揺に満ちていた。大変です、ミキさんが。俺とエミさんは顔を見合わせ、すぐに立ち上がった。容体が。いえ、そうではなくて、ミキさんがテレビの取材に応じています。病室で生中継が始まったんです。俺たちはすぐにナースステーションに向かった。そこには多くのスタッフが集まり、テレビ画面を見守っていた。画面には、病室のベッドで横になりながらも、しっかりとした表情で話すミキさんの姿があった。私の命を救ってくれたのは、井上浩二先生です。彼と、その助手の家田先生の神がかった手術がなければ、私はもうこの世にいなかったでしょう。ミキさんの声は弱々しいながらも力強さを秘めていた。インタビュアーが質問をした。井上先生は、桜病院では雑用係のような扱いを受けていたと聞きましたが。ミキさんの表情が厳しくなった。それが最も許せないことなんです。私は経営者として人材の適切な評価と配置が成功の鍵だと信じています。しかし、桜病院では日本トップクラスの外科医が雑用係として扱われていた。これは組織として致命的な問題です。病院スタッフの間にざわめきが広がった。実は、私が目を覚ました後、看護師の何人かから真実を聞きました。3年前、桜病院で起きた著名政治家の事故。井上先生のミスによって患者が亡くなったとされていましたが、実は梅戸教授のミスだったのです。井上先生は梅戸教授のミスの責任をかぶり、以来窓際に追いやられていたというわけです。俺は固まった。3年前の事件が公の場で語られるとは思っていなかった。それは事実なのでしょうか？インタビュアーの質問にミキさんは静かにうなずいた。看護師が当時のカルテのコピーを見せてくれました。そこには明確に梅戸教授のミスと、それを井上先生が引き受けた顛末が記されていたのです。ナースステーションは静まり返った。俺の周りにいた看護師たちは床や天井を見つめ、俺の目を避けていた。彼女たちは知っていたのだ。みんな知っていて、でも誰も声を上げられなかった。私は今回、桜病院に多額の寄付をする予定でした。しかし今は、まず病院の体質改善が先決だと考えています。真の才能が正当に評価されない状況は看過できません。私は井上先生を私の命の恩人として支持します。そして、梅戸教授には責任の所在を明確にしていただきたい。ミキさんの言葉は病院の未来を左右するほどの重みを持っていた。その時、ナースステーションのドアが勢いよく開いた。そこには院長と数人の理事たちが立っていた。彼らの表情は険しく、動揺している様子だった。井上先生、梅戸教授の件調査することになりました。あなたの証言が必要です。来てください。院長の声は震えていた。エミさんが俺の手をそっと握った。行きましょう、宝司さん。もう逃げる必要はないわ。彼女の瞳には強い決意と優しさが宿っていた。俺は黙ってうなずいた。理事会は5時間に及んだ。俺は3年前の出来事を一つ一つ丁寧に説明した。発言するたびに胸が締め付けられる思いだったが、真実を語ることで少しずつ重荷が軽くなっていくのを感じた。井上先生の証言と複数のスタッフの証言が一致しています。カルテの改ざんの痕跡も確認されました。これは医療倫理に反する重大な違反行為です。調査委員長が重々しく言った。梅戸先生は終始うつむいたまま、時折顔を上げては言い訳を試みたが、証拠の前には無力だった。理事会の総意として、梅戸教授の外科部長職及び教授職を剥奪し、医療倫理委員会への報告と身体に関する勧告を行います。委員長から静かな宣告が下された。梅戸先生はその場で辞表を提出した。顔色は土毛色で、長年の威厳も今は失われていた。立ち上がった彼は一瞬ためらった後、ゆっくりと俺の方を向いた。井上くん、僕は嫉妬していたんだ。井上くんの手術を初めて見た時から、あの術技は生まれ持ったものだと思った。僕は懸命に積み上げてきたのに、井上くんは生まれつき持っていた。それが許せなかった。彼は一瞬言葉を詰まらせ、それから小さく首を振った。言い訳にはならないが、僕も最初は患者のために医師になったんだ。いつからか、名誉や地位が目的になってしまった。梅戸先生は深いため息をついた。
病院をよろしく頼む。そう言って彼は部屋を出た。扉が閉まると病院長が俺の方を向いた。井上先生、理事会は満場一致であなたを外科部長に推薦することを決定しました。予想外の言葉に俺は一瞬言葉を失った。私にはそんな大役は。いいえ、あなた以外にない。今、桜病院に必要なのは医療の本質を理解し、患者のために最善を尽くす医師です。あなたこそが病院の新しい顔になるべきだと思います。病院長は力強く言った。理事たちから拍手が起こった。俺は重い責任を感じながらも決意を新たにした。微力ながらお引き受けします。俺の返答に理事会室は暖かな空気に包まれた。その日以降、桜病院は着実に変わり始めた。まず俺は医療ミスの報告制度を抜本的に改革した。ミスを隠すのではなく、むしろオープンに共有して全員で学ぶ文化を根付かせようとしたのだ。失敗は恥ではありません。それを隠すことこそが最大の過ちです。失敗から学び、再発を防ぐことが真の医療人としての責任です。医療安全講習会で俺は力説した。次に診療科間の連携を強化するため、定期的な合同カンファレンスを導入した。患者中心の医療を実現するには、縦割り組織の壁を取り払う必要があった。総合的な視点で患者さんを見ることが大切です。一人の患者さんの問題は、決して一つの診療科だけの問題ではありません。研修医教育にも力を入れた。若手医師が質問しやすい環境づくりこそが、医療の質を高める近道だと考えたからだ。わからないことは恥ずかしいことじゃない。わからないことをわからないままにしておくことが危険なんだ。俺のそんな言葉に若手医師たちは生き生きと反応した。ミキさんも俺の改革を全面的に支援してくれた。彼の寄付により最新の医療機器が次々と導入され、より高度な医療の提供が可能になった。これからも桜病院を応援しています。患者ファーストの医療を貫いてください。回復したミキさんが退院する日、彼はそう言って俺の手を強く握った。改革は順調に進み、桜病院の評判は急速に高まっていった。患者からの信頼も厚くなり、紹介患者が増え始めた。メディアも患者中心の医療を実践する新しい病院モデルとして注目するようになった。夕刻、病院の屋上。勤務を終えた俺は患者のカルテを確認していた。遠くの街の明かりが輝き始めている。ドアが開く音がして、振り返るとエミさんの姿があった。白衣を脱ぎ、軽いジャケットに着替えていた。ここにいると思った。今日も長い一日だったね。彼女は微笑みながら近づいてきた。ああ、俺はうなずいた。外科部長就任後、仕事量は膨大に増えていた。でも、やりがいもそれ以上に大きい。明日から神経外科の先生と一緒に小児脳腫瘍の症例を見ることになったの。私の PTSD の原因になった。あの時の症例と同じタイプ。エミさんが言った。彼女の声は少し震えていたけれど、決意に満ちていた。怖いわ。でももう逃げたくない。あの子のためにも、これから出会う患者さんたちのためにも、私の技術が役に立つなら。俺はエミさんの決意に胸を打たれた。彼女は自分のトラウマと向き合い、それを乗り越えようとしている。逃げることなく、自分の弱さを認めながらも、前に進もうとしているのだ。彼女は俺の前に立ち、深呼吸をした。夕焼けに染まった空の下。彼女の横顔が美しく輝いていた。王子さん、私最初はあなたのことを敬遠した。あなたの本当の姿を知らなかったから。でも、夜ごとの訓練であなたの優しさも厳しさも知った。何より、自分の弱さを受け入れられる勇気をもらった。エミさんは一歩近づき、俺の目をまっすぐに見つめた。ミキさんの手術の日、私が逃げ出した時も、あなたは私を責めなかった。それどころか、チャンスをくれた。私の手を信じてくれた。彼女の目に涙が光った。王子さんがそばにいると、私は本当の自分でいられる。私、あなたのことが好き。彼女の声は小さかったが、確かな思いが込められていた。俺の胸が熱くなった。彼女の言葉一つ一つが、俺の心に深く響いた。俺は彼女の手を取った。今日改めて思ったよ。本当に強いのは君だって。君は挫折を経験して、それでも立ち上がる強さを持ってる。そんなエミさんが
俺も好きだ。その言葉に彼女の顔に笑顔が広がった。王子さん。俺はそっと彼女を抱きしめた。彼女の体温が、香りが、鼓動が伝わってくる。エミさんは俺の胸に顔をうずめると静かに涙をこぼした。一緒に乗り越えようエミさん。俺たちならできる。うん、私たちならきっと。俺は彼女の肩を抱き、夕焼けの空を見上げた。雲の間から最初の星が瞬き始めていた。手術前のカンファレンスルームには張り詰めた空気が流れていた。壁一面のモニターには今日の患者の画像データが映し出されている。複雑な先天性心疾患を抱えた5歳の女の子だ。ファロー失調症に加え、冠状動脈の走行異常と僧帽弁閉鎖不全を合併している。通常の術式では対応できない複雑なケースです。俺はレポートを閉じ、集まった医療チームを見渡した。成功率は、若い研修医が緊張した面持ちで尋ねた。文献上の成功率は 40% 弱。俺が静かに答えると、部屋に重い沈黙が落ちた。でも、私たちなら必ず成功させる。力強い声が響いた。エミさんだ。彼女は立ち上がり、スクリーンに向かって歩み出た。これまでの治療データを分析した結果、新しいアプローチを考えました。王子さん、井上先生と相談して練り上げた術式です。彼女は自信に満ちた表情で 3D モデルを使いながら説明を始めた。かつて震えていた手は今は安定している。その指先が画面上で複雑な手術手順を示していく。従来の方法では、この部分のバイパスが困難でした。しかし、井上先生がミキさんの手術で使用した血管吻合技術を応用すれば可能になります。彼女の説明は明確で論理的だった。決して無理な希望を語るのではなく、具体的な技術と戦略に基づいた自信があった。この手術、絶対に成功させます。あの子が普通の子供たちと同じように走り回れる日を必ず実現させます。エミさんはそう締めくくった。カンファレンスルームは静寂に包まれた後、次第に拍手が広がっていった。手術の時間になった。俺とエミさんは手術室の前に立っていた。緊張してる？俺は彼女に尋ねた。でも昔とは違う種類の緊張よ。前は失敗への恐怖だけだった。でも今はあの子の未来への責任を感じる緊張だわ。俺は彼女に向かってうなずいた。あの子のために最高の手術をしよう。行きましょう。王子さん、私たちにしかできない手術を。彼女は微笑んだ。その笑顔にはもう恐怖も迷いもなかった。俺たちは並んで歩き始めた。俺たちの足音が手術室に規則正しく響いていた。人は誰でも傷つく。完璧な人など存在しない。だからこそ、互いの弱さを認め、支え合うことで、初めて乗り越えられる壁がある。エミさんもそうだった。彼女は PTSD という壁にぶつかり、自分の弱さと向き合う勇気を見出した。それは逃げることより、はるかに困難な道だった。真の実力とは、華々しい名声や高度な技術だけではない。自分の限界を知りながらも、なお前に進む勇気。そして何より、誰かのために自分にできることをする覚悟だ。多言語が必要って、そんなの初耳です。女性社員の小さな悲鳴に、俺ははっと顔を上げる。彼女だけじゃない。ここにいる誰もが、その情報を知らされていなかった。今日のオンライン会議は、海外の医療機器メーカーとの大事な商談。会社としては、絶対に外せない案件で、だが、蓋を開けてみると、急にスペイン語やフランス語、果ては、アラビア語まで乱れ飛ぶ状況に変貌してしまった。もともと英語メインで進めるはずだった打ち合わせが、まさかこんなことになるなんて。すると、先方の担当者があからさまに不愉快そうな顔をして、こちらの上司へ鋭い視線を向けた。事前に多言語対応が必要になるかもしれないと打診したはずですが、こうした大事な案件で、社内の連携や指揮系統が不十分な会社とは、正直安心して取引を進められません。大口の契約を結ぶ以前の問題ですよ。容赦ない言葉が静まり返った会議室に響き渡り、全員が息を飲む。これ以上事態が悪化すれば商談は破談。
会社にとっては致命的な損害になるだろう。あまりにもしんと静まり返った空気の中、俺は思わず手のひらをぎゅっと握りしめた。誰かが何とかしないといけない。だけど、英語圏以外の言語に対応できる人は、この場にはいない。先方は待ってはくれない。だったら、俺がやります。いきなり立ち上がった俺を、みんなが一斉に振り返る。お前が、どうするつもりだ。戸惑う声を背に受けながら、俺は画面越しに複数の言語を使い分けて、先方の言い分を一つ一つ拾い上げていく。すると、今まで険しかった彼らの表情が、みるみるうちに和らいでいった。信じられない。君はそんなに多くの言語を自在に操るのか？まさか聞いたことがあるぞ。どの国でも現地の人間みたいに溶け込むバックパッカー。だとか、君はもしや。先方の驚きに満ちた声がスピーカーを通じて会議室に響き渡る。その瞬間、周囲にいた同僚たちの視線が一斉に俺に注がれた。まるで、お前は一体何者なんだ、とでも言わんばかりに。俺は胸の奥が熱くなるのを感じながら、じっと画面を見つめた。これで商談は続けられる。プロジェクトが救われるかもしれない。だけど、どうして俺がここで多言語を操れるのか。その理由を、この会社の誰も知らない。ざわめく会議室。驚愕の色を隠せない取引先。そして、そんな俺をじっと見つめている懐かしい顔。この先、隠してきた過去や思いが嫌でも暴かれることになるだろう。俺の運命を大きく変える、この一瞬が始まりだった。俺の名前は氷川蓮。少し前まで夜勤のバイトを転々としていて、昼夜逆転気味の生活を送っている。俺は若い頃からあまり目立つ方ではなかったが、どこかフットワークの軽さだけは人並み以上にあったと思う。だからこそ、社会に出てからも仕事を固定せず、必要とされる場所を求めて動き回っていた。正社員として腰を据える道よりも、その時々に合った働き方を選んだ方が性に合っていたんだ。もっとも、周囲からは本腰を入れた方がいいとうるさく言われることも多かったが、そんな俺にある日、高校時代の友人から連絡が来た。内容は、同窓会をやるけど参加しないかというもの。もう卒業してからだいぶ経っているが、こういう集まりにはあまり顔を出してこなかった。理由は単純。俺には同窓会で自慢できるような経歴がないし、旧友と懐かしい話をするよりは、目先の仕事で疲れを癒したかった。けど、今回ばかりはなぜか心が動いた。もしかしたら、あの頃仲が良かった誰かに会ってみたかったのかもしれない。当日、俺は昼間の時間を眠らずに使ってしまったせいで、やや眠気を抱えつつ、会場に向かう。場所は市内のおしゃれなレストランバーで、普段は俺なんかが近寄らないような大人びた雰囲気があった。ビルの2階へ上がると、もうすでに何人かの姿が見える。女子たちが華やかに集まり、男子たちがその隣で懐かしそうに笑っている。久しぶりに見る面々に少し胸がざわつく。おい、氷川じゃないか。久しぶり。声をかけてくれたのは、クラス委員長だった今井だ。会えば自然と当時の関係に戻るものだな、と内心思う。にこやかに笑い返していると、周りの数人も寄ってきて、俺を囲んで軽い歓談が始まった。元気だったのか？最近何してる？痩せたんじゃない？なんて、どの声も久々に聞く懐かしさがある。だが、その一角に見慣れた顔があった。姫野さつき。俺の元カノで、当時からクラス中の注目を集めるほどの美人だった。髪はセミロングの頃のイメージしかなかったが、今は片上くらいまで短くなり、仕事ができそうな大人の女性という印象に変わっている。しかし、その綺麗な瞳が俺を捉えた瞬間、冷たい空気が流れた気がした。さつきは一瞬だけ視線を合わせるも、すぐにそらす。口元には笑みのかけらもなく、まるで俺に壁を作るようにそっぽを向いてしまった。そんな中、さつきの友達らしき女子たちが、俺の方へ興味津々といった様子で視線をよこす。久しぶり。ねえ、氷川くんって今何してるの？と声をかけてきたのは、クラスの情報通だった岩井だ。当時から噂話が大好きで、クラスメートの進学先や就職先を驚くほど詳しく知っていた子だ。俺、実は来週から桜商事で働くことになったんだ。口に出した瞬間、なんとなく場の空気が動いた気がする。すごいじゃん。マジで？桜商事といえば、
この町でも割と大きな企業で有名だ。外から中途で入社するのは難しいと聞いたことがあるし、そこで働けるなら結構すごいんじゃないかと周りも思ったのだろうか。桜商事って姫野もそこで働いてるよね。誰かが口を滑らせると、さつきはピクリと反応する。そう。彼女は卒業後、かなり頑張ってあの会社に入った、と、風の噂で聞いていた。そして今も、大事なポジションを任されている、とかで、当時から努力家な部分を知っている俺としては、やっぱりすごいんだな、と感心していた。でも、そんなさつきのいる会社に俺が中途で行くとは、確かに意外だろう。なんとなく、みんなの視線が俺からさつきへ移る。しかし、さつきはまた冷たい表情のまま、特に何も言わない。それでも、同級生たちは少し興味を惹かれたようで。ねえ、どうやって入れたの？あそこって結構倍率高いはずだよね。なんて質問を投げかけてくる。俺は苦笑いをしつつ答えた。いや、派遣なんだ。正社員じゃなくて、だからそんなに大層なもんじゃないよ。一気に微妙な空気が広がった。それまでのすごいじゃんという空気が、なんとも言えない派遣かという静かな反応へと変わる。自慢できるものじゃないし、分かってはいたけど、こうして目の当たりにすると、ちょっと答えるものがある。へえ、派遣ね。聞こえてきたのは嘲笑混じりの声。顔を上げると、そこには高校時代からあまり仲良くなかった男、高梨優斗が腕を組んで立っていた。彼は昔からプライドが高く、他人を見下す節がある。俺を睨むように見て鼻で笑った。お前みたいな適当男が桜商事とは場違いじゃないの？しかも正社員じゃなくて派遣だって？その言い方に周りの空気がさらに悪くなる。だが、高梨は一向に構わない様子だ。それどころか、俺は桜商事に正社員として同期入社したんだよ。姫野と一緒にな。と、得意げに言う。その瞬間、さつきが一瞬だけ眉を潜めたのを俺は見逃さなかった。彼女も高梨が苦手だったのをうっすら覚えている。だけど、だからといって、ここで俺が何か言い返しても余計に場が荒れるだけだ。俺はなるべく冷静な声で答える。まあ、俺は俺のやり方で頑張るつもりだよ。誰に認められたいわけでもなくて、自分で選んだ道だし。あえて短く切り上げたが、高梨はにやりと笑みを浮かべると、さらに挑発を重ねてきた。強がってりゃいいけどさ、どうせずっと派遣のままなんだろ。同じ会社だって言っても、正社員と派遣じゃ雲泥の差があるんだぜ。まるで俺の存在そのものを下に見るような口ぶりに、場の空気は一気に重苦しくなった。誰もが彼の性格を知っているからこそ、下手に口を挟むと余計に話がこじれそうだと感じているのがわかる。けれど、ここで黙り込んだら何も変わらない。俺はあえて笑みを作り、さつきに目を向けた。久しぶりだな、さつき。会社で顔を合わせることがあったら、よろしく頼むよ。せめて、普通の会話ができればと思ったが、そのわずかな望みは、あっさり打ち砕かれることになる。さつきはほとんどこちらを見ず、吐き捨てるように言った。今更何なの？彼氏面しないで。もうあの頃の私たちじゃないから。会社でも他人のふりするから。ぐさりと胸に刺さる。その冷たい宣言に、一瞬だけ場がしんと静まり返る。高梨は、口元を歪めて笑っている。彼は多分、俺がさつきとの過去を持ち出したことで、醜態を晒すのを見て楽しんでいるんだろう。周りも気を使ったのか、少しずつ話題を変えて、それぞれのテーブルへ散っていく。ポツンと取り残された俺は、当たり障りのないドリンクを手にして座ろうとした。すると、同じように座ろうとしていた今井が、小声で気遣ってくれた。まあ気にするなよ。レン、姫野は仕事が大変って聞くし、きっと余裕がないんだよ。慰めの言葉としてはありがたい。でも、だからといって、俺の中のモヤモヤがすぐ消えるわけでもない。むしろ、彼女に突き放された事実が、ますます、俺の胸を締め付けるばかりだった。ちょっとだけ、心のどこかで、懐かしい再会なんて期待していた自分が情けない。高梨からの露骨な冷笑と、さつきの冷たい態度。そこに加えて、派遣だとなんだか微妙な空気になる周囲。その三重苦とも言える同窓会での洗礼に、俺の心はずっしりと沈んだ。苦味ばかりが増していく酒を飲み進めるうち、ほんの少しだけ高揚感があったはずの同窓会は、全く楽しくないまま幕を閉じてしまった。二次会に流れる仲間たちは
何人か俺を誘ってくれたが、正直なところ、参加する気にはなれなかった。もちろん、俺が来る前は和やかだったのかもしれないが、今更俺がいても浮くだけだろう。そう思うと、足取りも重く、帰路につきたくなる。なんだか、帰り道がやけに長く感じられた。夜風に当たりながら思い出すのは、やっぱり、さつきと一緒に過ごしていた高校時代の記憶だ。あの頃の俺は地味で、勉強もスポーツもそこそこ。ただ、クラスの端っこにいるだけの存在だった。それでもさつきは、当時から誰にでも壁を作らず接する明るさと、どこか芯の強そうな雰囲気を合わせ持っていて、俺みたいな冴えない奴にも笑顔を向けてくれた。そんな彼女が、なぜ俺を好きになってくれたのか、正直、未だによくわからない部分が多い。高校2年の夏、文化祭の準備で放課後に残っていた時のことだ。俺は作業が遅れて教室を片付けていた。脚立に乗って吊り下げポスターの調整をしていたら、突然視界が歪んでバランスを崩したんだ。それを間一髪で支えてくれたのがさつきだった。大丈夫？レン、もう少しで落ちるところだったよ。悪い、助かった。彼女は少しドキドキしている様子で、それでも真剣に俺を見つめていた。俺は心臓がバクバクして余計なことを言ってしまいそうになる。その瞬間、ふとさつきが笑う。レンって、どんくさいのに人一倍頑張るよね。そういうところ嫌いじゃないよ。まさか嫌いじゃないよがきっかけで、俺たちの距離が少しずつ縮まっていくことになるなんて思いもしなかった。いつの間にか、放課後はよく一緒に帰るようになり、二人でいてもそれほど会話が多いわけじゃないのに、気がつけば隣で笑い合っている。周りからは、なんでさつきが氷川と不思議そうな目を向けられるたび、俺は自分が夢を見ているんじゃないかと思った。だけど、さつきはよく言っていたんだ。私、海外に興味があるの。もっと広い世界を見たいんだよね。って、放課後、校門前の石段に腰掛けて、ジュースを飲みながら、彼女は楽しそうに話をしていた。実は昔、両親が離婚するかもしれないって揉めてた時期があってね。家の中がギスギスして、どうしようもないくらい不安だった。その時、たまたまテレビで海外で働いている日本人女性のドキュメンタリーを見たんだ。しかもその人、桜商事の社員で、途上国向けに医療資材を届けるプロジェクトを担当していてね、現地で物資の不足に苦しんでいる人たちに手を差し伸べていたの。さつきは、その時の情景を思い出すように、ふっと遠くを見る。見たことのない土地で、言葉も文化も違うのに、一生懸命支援活動をしている姿にすごく惹かれたんだ。私も、あの人みたいに自分の足で立っていきたい。どんな状況でも乗り越えていきたいって、不思議と元気が湧いてきて、家のごたごたなんかでうじうじしてちゃダメだなって思った。そっか、そんな思いがあったんだな。うん。それに、海外で働くってことは、いろんな国の人と対等にやりとりできる力が必要でしょ？語学もそうだけど、もっと世界の仕組みを知りたいし、人の役に立つことを直接感じられる仕事がしたいんだ。だから、まずは日本でしっかり足場を固めて、いつか桜商事で海外と関わる案件をやってみたいの。まだ漠然としてるけど、そんな未来を目指してる。その時のさつきの目は、まるで未来の希望をまとっているように輝いていた。だからこそ、彼女は語学にも熱心で、桜商事に入ることが目標だと言っていた。あの会社は海外との取引が多くて、いろいろな国の人たちと連携するチャンスがあるから、彼女は、まずは日本で足場を固めて、それから海外拠点にも行きたい、と目を輝かせていた。そんな大きな夢を語るさつきの横で、俺はどこか申し訳ない気持ちになっていた。家では父がリストラに遭い、もう大学進学は現実的に難しいと悟らされていた時期。授業料や生活費を考えてみても到底無理があった。奨学金をもらって通う道も考えたが、それ以前に家族のことでいろいろと混乱していて、どちらにしても悠長に学費を捻出できる状況じゃなかった。自分がそんな厄介事を抱えていることをさつきにちゃんと打ち明けたのは3学期に入って間もない頃だったと思う。俺、大学行けないかもしれない。放課後の教室で机を並べて勉強していた時にぽつりと切り出すと、さつきはゆっくりノートから顔を上げた。どうして？親父が会社を辞めることになって、家計があんまり良くないんだ。だから俺も早く働いて、家を助けないといけないかもしれない。その時、
さつきは何も言わずに、ぎゅっと俺の手を握ってくれた。それだけで、俺の胸がいっぱいになる。それからしばらくの間、特別な言葉はなくとも、さつきは俺の支えになってくれていた。だけど、一方で彼女の夢は、どんどん具体的になっていく。語学の勉強に加え、留学の情報収集、将来の就職先のリサーチ、そこには明確な進路が見え始めていて、その反面、俺は就職するしかないという漠然とした不安のまま、それも自分のやりたいことがはっきりしているわけじゃないから余計に焦るばかりだった。そんな状態が続くうちに、いつしか俺とさつきは時間を合わせるのが難しくなっていった。彼女は自分の目標にまっすぐ突き進むし、俺は家の都合でバイトを探さないといけない。放課後に一緒に過ごす時間が減り、顔を合わせれば互いに疲れや苛立ちを隠せなくなっていく。そのうち、どちらが言い出すでもなく、自然と、もう無理だねという暗黙の了解が生まれてしまった。帰宅すると、部屋の中は相変わらず散らかっていて、空き缶やコンビニの袋が床に転がったままだった。今日はうんざりするほど疲れたのに、全然眠気が来ない。俺はシャワーを浴びて眠ろうとしても、どうにも頭が冴えてしまう。ベッドに倒れ込んで、スマートフォンを眺めるが、SNS のタイムラインに流れるのは、同窓会で撮った写真や、友人たちの楽しそうな投稿だった。そこには当然、俺の姿はあまり映っていない。ちらっと映り込んだ俺の後ろ姿だけが、妙に寂しげに見えて、さらに気分は沈んだ。翌週、俺は派遣社員として初出勤の日を迎えた。眠れなかった昨夜の疲れは残っているものの、なんとか気持ちを奮い立たせる。派遣先である桜商事のビルに到着すると、受付を通された後、総務部の担当者が簡単に社内の案内をしてくれた。オフィスは想像していた以上に広く、洗練された雰囲気が漂う。エントランスに入った瞬間から、外の世界とは切り離されたような空気感に少し気をされてしまった。では、氷川さん、今日からこちらの部署でお仕事をしていただきますね。そう言って案内された先は、海外とのやりとりが多い国際事業部だった。グローバル案件を扱う部署で、英語や他の外国語が飛び交うこともしばしばあるらしい。派遣社員が入るのは珍しい気がするが、どうやら人手不足らしく、雑務を補ってほしいということだった。ドアを開けると、すでに何人かがデスクに向かってパソコンを叩いている。バタバタと電話が鳴り、英語混じりの会話が飛び交う。慣れない空気に戸惑いつつも、担当者の後ろに続き、一人一人挨拶をして回った。みんな忙しそうで、ビジネスライクな、よろしくお願いします、の言葉だけが返ってくる。その中に、明らかに場の雰囲気を掌握している、キリッとした女性の姿があった。見覚えのある横顔、さつきだ。彼女はちらりと視線をよこしたが、すぐに書類に目を戻し、よろしく、とだけ言い、事務的に頭を下げる。同窓会の時と同じく、冷たい壁を感じずにはいられない。それから、ここが君の席だ。最初はこの先輩社員の指示を仰いで作業してね。そう言われて紹介されたのは、酒井という女性社員。落ち着いた雰囲気の人で、優しい笑みを浮かべている。俺が挨拶をすると、まあ気にせず、何でも聞いてね。と、柔らかい口調で対応してくれた。ほっとする反面、その奥のデスクに座る見覚えのある男の顔を見て、胸がざわつく。高梨だ。おや、氷川じゃん。よく来たな。彼は相変わらず、どこか鼻持ちならない雰囲気を漂わせている。皮肉げな笑みを浮かべながら、わざとらしく俺の方を眺め回した。へえ、国際事業部に派遣で来るとはな。まあ邪魔だけはするなよ。周りにも聞こえるような大きな声で言い放つ。酒井が、こら、高梨くん、と注意しかけるが、高梨は笑いながら手をひらひらさせ、冗談冗談、と軽く流す。そのやりとりだけで、ここが全く安穏とした職場ではないことが分かった。午前中は書類の整理や ID カードの発行、各システムの使い方の説明など、事務的なオリエンテーションで終わってしまった。昼休憩を挟んで午後に入ると、酒井から、姫野さんの業務を手伝ってあげてほしい、と依頼を受ける。どうやら、彼女は、大口の海外取引案件を複数抱えており、通常の業務だけでも手一杯な状態らしい。姫野さん、氷川くんが資料作り手伝ってくれるって。酒井に呼ばれ、さつきのデスクのそばに立つ。さつきは振り向きざま、眉を潜めた。書類のコピーと
翻訳資料のレイアウト調整できる？わかった。彼女は仕事に没頭しながら、最低限の指示だけを淡々と伝えてくる。話しかけると、業務時間が削られる、という雰囲気すら感じるほど、ビジネスライクだ。だが、その横顔には、どこか疲れが滲み出ていて、書類の山を抱えながらも、表情は常に張り詰めているように見える。忙しいのはわかるけど、ここまでピリピリしてると心配になるな。そう思いつつ、俺は渡された資料一式を抱え、自分の席へ戻って、黙々と作業を始めた。翻訳済みの文章を規定のフォーマットにはめ込んだり、現地での視察報告を読み込んで要点を整理していく。ざっと目を通すだけでも、彼女がかなり大きなプロジェクトを動かしていることが伝わってきた。各国との契約条件や出荷スケジュール、カタログ作成に伴う細かいローカライズ作業まで、担当範囲は多岐にわたるようだ。氷川くん悪いけどこれ急ぎだから早めに仕上げてくれる？追加の依頼が来れば、その都度対応する。派遣とはいえ、仕事を雑にこなすわけにはいかない。むしろ最初のうちは、がむしゃらに取り組んで認めてもらうしかないのだ。ひっきりなしに飛んでくる、さつきからの指示に集中し続けると、気づけば就業時間も近づいていた。ようやく資料を一通り仕上げ、さつきに提出すると、彼女は軽くチェックをして、最低限の評価を口にした。ありがとう。早かったわね。できる範囲のことしかしてないけどね。まだ修正が必要なら言ってくれれば直すよ。そう。じゃあ一応こっちでもう一度確認して、問題なければクライアントに送る。さつきはそれだけ言うと、再びパソコン画面に目を戻す。会話を切り上げるように、すぐイヤホンを耳に差し、海外拠点とのオンラインミーティングに入り始めた。冷たい態度は相変わらずだが、こうしてじっくり観察していると、彼女自身も相当、精神的に追い込まれているのが伝わる。オンライン会議で英語を聞き取りながら、同時にチャットに流れる海外スタッフの追加要望を拾い、それを日本語の資料に即座に反映させる。誰が見てもハードだ。さつきのやり方って昔から一生懸命だったけど、こんなに余裕がない姿を見るのは初めてだな。ふと思い出すのは同窓会の時の彼女の言葉。会社でも他人のふりをするから。と突き放されてしまった痛み。あの頃の俺たちはお互いに支え合っていたはずなのに、今ではまるで赤の他人同士のようだ。だけど、彼女が大変な業務に追われているのは事実。今更、元カノとして何かしてあげたいなんて甘い考えは抱けないが、それでも目の前で困っている人を見過ごすのは気が引ける。そんな日々が数日続くうちに、俺の作業量も増えてきた。時には、高梨からの皮肉混じりの指示も受けつつ、なんとかかんとかやり過ごす。高梨は相変わらず偉そうだが、あれやっといて、というざっくりとした丸投げ指示ばかりで、細かいところはいつも他の社員や派遣に押し付ける。正直、同じ部署にいるだけでも気がめいる相手だ。一方、さつきはというと、まともに休憩をとっている気配もない。昼休みにオフィスを出ることもほぼなく、社内で簡単にパンをかじりながら PC と向き合っている。そんな彼女に少しでも余裕を作ってあげたいと思い、俺は自分から積極的に動くようになった。姫野、これ確認に出す前に見といた方がいいんじゃないか？海外担当からさっき連絡が来てた。ああ、ありがとう。助かる。必要なら俺が代わりにファイリングしておくよ。うん、お願い。最初は淡白だったやりとりも、こうして少しずつ、業務上の補佐を続けるうちに、わずかながら会話らしきものが増えてきた。もちろん、プライベートな話は一切しない。俺もあえて踏み込まないようにしている。だけど、彼女が抱えている仕事量を考えると、少しでも負担を減らしてやりたいという思いが強くなった。そんなある日の夕方、まだ勤務時間内だが、さつきの席に何やら来客があった。相手はスーツ姿の男性で、どうやら取引先の担当者らしい。ミーティングルームを使わずに急ぎで確認したいことがあるとかで、立ち話のまま商談っぽいやりとりをしているようだ。ところが、その男性はやたら高圧的な物言いで、さつきを詰めるような口調が気になった。だからさ、いつまで待たせるつもり？向こうの輸送スケジュールが固まらないと、うちも困るんだよ。申し訳ありません。ただ、海外工場の LINE がトラブル続きで、できるだけ早く調整します。早く早くって、言葉だけじゃ意味ないだろ。姫野さんよ、こういうのは段取り力がものを言うんだよ。君のせいで俺たちまで迷惑被るわけにはいかないんだ。
その男の言い分にも一理あるのかもしれないが、さつきに全責任を押し付けるような態度は見ていて腹立たしくなる。とはいえ、俺が口を挟む立場でもない。さつきは懸命に頭を下げ、相手の要求を聞き取りながら一生懸命にメモを取っている。それでもどこか体に力が入らない様子で、目の下にはうっすらクマができていた。ふと男性が苛立ったように声を荒げた瞬間、さつきが一瞬立ちくらみを起こしたようにふらついた。大丈夫か？思わず近くにいた俺が支えると、さつきは弱々しく、平気。ちょっと貧血気味なだけ。と唇をかすかに震わせながら答えた。取引先の男性は、大丈夫？と若干うろたえつつも、その場の空気が気まずくなったのを察したのか、早々に帰っていく。さつき、ちょっと休んだ方がいい。最近ずっと休憩なしで働いてるんだろ？いいの。納期が迫ってて、ここで私が休んだらどうなるか。休まずに潰れたら、それこそ取り返しがつかないだろ。せめて5分でも座って落ち着けって。さつきは俺の肩を借りながら、どうにかデスクに戻った。そして、誰に聞かせるでもないような小さな声で吐き捨てる。私、こんなところで立ち止まってる場合じゃないのに。その表情には焦りと苛立ち、そしてどこか恐怖のような感情が混ざり合っていた。まるで何かに追い立てられているようで、押しつぶされそうなほど思い詰めているのが伝わってくる。その瞬間、同窓会で感じた彼女の冷たい態度の裏には、もしかしたら別の理由があるんじゃないか。そう思わずにはいられなかった。結局その後も、さつきはほとんど休憩らしい休憩を取らずに業務を続けた。定時を過ぎても帰る様子はなく、書類やメールと格闘している。俺は派遣なので、本来は残業を制限されているが、必要があれば少しは対応しなければならない。自分の作業を終えて帰ろうとすると、なんとなく、さつきの姿が気になった。さつき、まだ帰れそうにないのか？ええ、海外の工場が昼の時間帯だから、今連絡を取りやすいの。夜中まで続くかもね。そっか。じゃあ先に上がるけど、無理するなよ。何か手伝えることがあれば言ってくれ。俺がそう言っても、さつきは視線を PC から外さないまま、一瞬唇をキュッと結んだ。何か言いかけたようにも見えたが、結局、声にはならず、再び黙り込む。まるで自分だけの戦場に閉じこもるように、まっすぐ画面と向き合っている。それから少し後、俺は退勤の準備をしようと、オフィスのロッカー付近に向かった。すると、同じく残業中らしい酒井さんと鉢合わせになる。手にはファイルを抱えて、何とも言えない疲れの色が見えたが、俺の姿を見て、わずかに笑みを浮かべてくれた。お疲れ様、氷川くん。あなた今日も遅くまで頑張ってるわね。いや、自分の仕事を片付けてただけです。それより、酒井さんこそ大丈夫ですか？忙しそうに見えますけど。まあね。でも私よりあの子が心配。酒井さんは視線をさつきのデスク方向に向ける。遠目に見ても彼女が休む気配はまるでない。さつきちゃん、本当に頑張りすぎよ。もう少し周りに任せたり息抜きしたりすればいいのにって思うけど、なかなかそうもいかないのよね。そう言うと、酒井さんはロッカーの扉に背中をもたれかけながら小さく苦笑いをした。実は、あの子が高校生の頃に見たっていうドキュメンタリー、私も関わってたのよ。取材を受けたのは私の先輩だったけど、当時の私はまだ新人で、取材現場で右往左往しながら手伝ってたっけ。そうだったんですか？驚いていると、酒井さんは少しばかりノスタルジックな笑みを浮かべる。うちの会社が海外の医療支援を始めたばかりの頃ね。現地で物資の受け渡しや人材育成をどう進めるかって手探りで、私も先輩に連れられて何度も現地と日本を行き来したわ。その時の様子が特集されたのよ。そう言いながら、酒井さんはさつきを見つめる。彼女はまだイヤホンを片耳に差し込んで、海外拠点とのビデオチャットを続けている最中だ。あの子がどこかでその映像を目にして、憧れを抱いてくれたって聞いた時は嬉しかったわ。でも同時に不安にもなったの。国際案件って理想だけで乗り越えられるほど甘くはないから。酒井さんは資料を胸に抱えたまま小さく息を吐く。これまでの苦労を見てきた分、あの子にもしんどい思いはしてほしくないって思ってた。でもさつきちゃんはたとえ大変でも自分でやらなきゃ気が済まないタイプでしょ。その言葉を聞いて、俺は思わずさつきの表情を振り返る。
当たっている、と正直思った。昔からそうだった。彼女は何か目標を見つけたら、まるで周囲の音が聞こえなくなるくらい突き進んでしまう。高校時代、両親の離婚危機を抱えながらも、もっと自由に動ける力を手にしたい、と語っていた姿が脳裏をよぎる。そっか、酒井さんがあのドキュメンタリーに携わってたんですね。正直私もまだまだ力不足だったし、先輩に甘えることだって多かった。だけど、この会社にいると、海外の人たちと一緒に新しいものを作り上げる手応えを感じられるのよ。それがやりがいでもあり、苦労の種でもある。でもね、どうやらさつきちゃんは苦労の方を一心に引き受けすぎてるみたい。やっぱり助けが必要な時は素直に頼ってほしいな。酒井さんはそう言って、わずかに肩を落とす。そして、小さな声で付け足した。私自身、あの頃もう少し周りに助けを求めればよかったって、今になって思うことがあるの。でも若い時は、やれるところまで一人で頑張らないとって意地を張っちゃうから、さつきちゃんはあの時の私にそっくりなのよ。その言葉を聞いた瞬間、胸がチクリと痛んだ。さつきが自分の思いにまっすぐな分、無理を重ねている姿を見るのは苦しい。けれど、彼女は昔から一人で頑張りすぎる性質を持っていて、それが彼女の強さであり、同時に脆さでもあると、俺は分かっていた。俺は派遣の立場だけど、できるだけサポートしていきます。何かあったら、俺からも声をかけてみますよ。助かるわ。あの子にとって同級生である氷川くんの存在は、本当は大きいと思うの。本人がどう思ってるかは、今はともかくね。酒井さんはそう言って、すっと席を離れる。俺はもう一度、さつきの背中を見つめた。彼女は相変わらず、電話と PC を同時に相手にしながら、懸命に何かをメモしている。さつきはいつか、この重圧に耐えられず、崩れてしまうんじゃないか。そんな不安が、胸の片隅をじんわりと締め付ける。翌朝、いつも通り出勤すると、デスクに荷物を置いて一息つく間もなく、酒井さんから、ちょっと会議室に来て、と声をかけられた。向かうと、そこには高梨とさつき、そして酒井さんの姿がある。何の話だろうと思いつつ腰を下ろすと、酒井さんが柔らかい表情のまま切り出した。実は、国際事業部で働いている大口プロジェクトに、高梨くんと氷川くんにも正式に加わってもらおうと思うの。姫野さんが中心になってやってくれてる件よ。思わぬ宣言に、俺は驚きつつも素直に、はい、わかりました、と返事をした。一方、さつきは一瞬目を見開く。それって、私一人じゃ回せないってことですか？役立たずだってことでしょうか？焦燥を隠しきれない声色で食い下がるさつきを、酒井さんは穏やかになだめるように首を振った。違うの。あなたは十分すぎるほど頑張ってる。だけど最近、体調面も含めて負担が大きそうに見えるのよ。仕事の進捗だけじゃなくて、あなた自身にも余裕がなくなってきてるんじゃないかと思ってね。海外案件はスピード勝負でもあるし、チームで動いた方がいい結果が出せるわ。さつきは息を詰まらせるように黙り込み、しばらく机の上に視線を落とす。悔しさもあるのか、うまく言葉が出てこない様子だ。だが、酒井さんの真剣な眼差しに気づくと、やがて、しぶしぶ納得するようにうなずいた。わかりました。ご迷惑をおかけしないようにします。そんなやりとりを横目に、高梨がすっと姿勢を正す。俺が入れば、このプロジェクトも一気にスムーズになるってわけだ。まあ、派遣くんは使えるかどうか知らないけどさ。相変わらず、嫌味たっぷりの口ぶりに、俺は内心ムッとしつつも口をつぐんだ。何か言い返して場を荒らせば、結局一番困るのはさつきだ。酒井さんも苦い顔をしているが、高梨は全く気に留める様子もなく、鼻で笑うと会議室を出ていく。そんなわけで、俺と高梨も正式にさつきのプロジェクトをサポートすることになった。とはいえ、高梨の仕事ぶりは相変わらず、とにかく早いのが取り柄だが、細かい部分は雑で、そのしわ寄せが結局、さつきや俺に来ることが多い。定時近くになると、彼は、ここから先は君らで詰めといてよ、と、人事のように片付け、そそくさと帰ってしまうのだった。夜のオフィスはいつにも増して静まり返っている。バタバタと人の往来が多い昼間とは違い、この時間に残っているのは、重要案件を抱えたメンバーか、よほどの暇がない部署くらい。そんな中、俺はさつきと二人で山積みの資料を整理していた。正直助かってるわ。あなたがいなかったら、
とっくに私、一人でパンクしてたかも。さつきはそう言いながら、デスクの上でホチキス止めした書類をパラパラと確認している。高梨くん、確かに仕事は早いけど、細部の詰めが甘いのよね。その修正に時間が取られてる。まあ、あいつはそういうタイプだろうな。効率重視っていうか、面倒な作業を他人に押し付けるのもお手の物だし。気がつけば、さつきの声は先日より柔らかくなっているように感じた。周囲に人の気配がないからか、あるいは少し心が軽くなってきたのかもしれない。書類を一旦ファイルに収め、区切りをつけるように。さつきはデスクの端に肘をついて小さく息をつく。私って、いつからこんなに頑張らなきゃダメだって思うようになったのかな。いつからって、高校の頃から割とまっすぐだったろ。海外で働きたいって目標もしっかりしてて、いつも前を見てた。そうだけどね。さつきはそこから言葉が途切れそうになりながら、それでも何かを振り絞るように視線を落とす。小さい頃、両親の仲が悪くなるたびに自分のせいだって思った。もっと私がいい子でいれば、パパもママも笑ってくれるはずって、一生懸命になってたの。成績だって頑張るし、家のことも手伝うし、そうやって自分が欠けないように埋め合わせをしないと、家族が壊れるんじゃないかって怖くて。その言葉とともに、彼女の表情には深い苦悩が浮かぶ。高校時代には、笑顔の裏にそんな不安を抱えていたなんて。もちろん薄々感じてはいたが、こうして改めて本人の口から聞くと胸が締め付けられる。だから今も、一度走り始めたら止まっちゃいけない気がしちゃう。休んだら自分のダメさを認めるみたいで怖いんだ。仕事で結果を出せないと誰からも必要とされないって思ってしまって。さつきはかすかに声を震わせながら少しうつむく。そんなに無理をしなくたって、さつきはもう十分頑張ってるよ。結果が出なくたって誰もさつきの価値を否定したりしない。少なくとも俺は。口を開いたものの、言いながら少しだけ胸が詰まる。しかし、さつきはわずかに目を伏せて、唇を噛み、それから俺をじっと見据える。あなたがそれを言うの？いつの間にか私の前から姿を消したくせに。それは。あの時あなたまで私の前からいなくなったから、私何か至らないことをしちゃったのかなってずっと引っかかってた。もっといい彼女でいられたら、蓮は離れていかなかったのかなって。その瞳が潤んでいるのを見て、思わず言葉を失う。高校卒業を目前にして、俺が彼女との距離を取ったのは確かだ。だけど、それはさつきが悪かったわけじゃない。むしろ、家の都合で進学を諦めたり、将来の目標も持てずに焦っていた自分に嫌気がさして、彼女の夢を支えてやれない弱さを痛感して、何も言えなくなってしまっただけだ。違う。お前は何も悪くない。ただ俺が、言いかけて、言葉がうまく続かない。さつきとの間に積もった時間と誤解は、そう簡単には解けそうにない。さつきは涙をこらえるように小さくうなずき、一度上を向いて瞬きをする。潤んだ瞳を拭うこともなく、潜めた声でつぶやいた。ごめん。仕事中にこんな話変だよね。もう少しだけ資料をまとめたら、今日の分は終わらせよう。そう言って彼女は、強引に話題を打ち切るように PC の画面へと視線を戻す。俺は何も言えずに、ただ彼女の横顔を見つめながら苦い思いを噛み締めた。雑然とした書類の束に目を向ける。カタカタと鳴るキーボードの音は今夜も静まり返ったオフィスに響き続けていた。翌週、国際事業部は緊迫感に包まれていた。これから行われる商談の相手は海外の大手医療機器メーカー、発展途上国向けの医療支援プロジェクトとして高性能ながらも低コストな医療器具を共同開発し、現地へ供給する計画を進めている企業だ。桜商事としては、どうしてもこの契約を勝ち取りたい。なぜなら、彼らと組めなければ、プロジェクト自体が頓挫しかねないほど、重要な取引相手だったからだ。社内のメンバーは、この日のために奔走し、膨大な関連資料をかき集め、何度もブリーフィングを重ねてきた。そして、いよいよ迎えた当日。オンライン会議システムにログインし、画面上に現れた先方の担当者たちを前に、さつきや高梨をはじめ、国際事業部のメンバーは固唾を飲んで臨戦態勢を整える。ところが、先方は冒頭の挨拶もそこそこに、こう切り出してきた。よろしくお願いします。今回のプロジェクトでは、当社の海外法人も含めた3社会議を想定しております。
スペイン語話者が複数参加する予定になっていますが、そちらは問題なく対応いただけますよね。ビデオ会議の画面越しに先方の担当者がいかにも当然のように切り出す。国際事業部のメンバーの誰もが思わず固まった。突然すぎる多言語対応の要求にオフィスの空気は一瞬で凍りつく。ちょっと待ってください。スペイン語話者も交えるなんて、今初めて聞いたんですが。パソコン画面を見つめながら、さつきが眉を寄せてつぶやく。すると相手方は明らかに不審そうに首をかしげた。確かにお伝えしましたよ。高梨さんには英語以外にも対応が必要かもしれないと話していましたけど。途端にオフィスの雰囲気がさらに重苦しくなる。視線が一斉に高梨へ注がれると、彼は目を泳がせながら口ごもった。そのことか。まあ、そもそも、英語がわかれば大抵は大丈夫って思ってたんで。さつきは呆れたようにため息をつく。先方との信頼関係を築く前段階で、こんな重大情報が漏れていたとなれば、一気に不利になりかねない。それでも高梨は、気を取り直すように胸を張り、大丈夫。俺は海外出張も多いし、英語の他にフランス語ぐらいならわかるからな。スペイン語も似た部分があるだろ。専門用語だってなんとかなるさ。などと、体言相互を口にする。しかし、会議が始まってしまえば、そんな安易な根拠は一瞬にして打ち砕かれた。実際の商談では、専門性の高い医療用語が飛び交う。さらには、海外法人のスタッフからフランス語、スペイン語、ドイツ語など、複数の言語で追加説明や質問が次々と出てくるため、話題をまとめることすら難しい状況だ。カタログの現地語仕様や輸送スケジュールの細かいすり合わせ、補助金申請書類の記入方法など、聞き取りと理解が追いつかなければ、先方の要求に全く対応できない。やがて、高梨の額には明らかに冷や汗がにじみ始める。頭の中で言語が渋滞を起こしているのか、しどろもどろな英語で言い訳めいた返答を繰り返すばかり。それを見かねた先方の担当者は、カメラ越しにあからさまな苛立ちを見せた。私たちは真剣にビジネスをしています。国際案件で指揮系統が整わない会社に大口の取引を任せるのは困りますよ。険悪なムードが漂い、国際事業部のメンバーたちは完全に息を飲んだ。ここで契約を白紙に戻されれば、せっかく準備してきたプロジェクトは一瞬で頓挫してしまうかもしれない。さつきは懸命にフォローしようとするが、高梨との連携はズタズタで、どうにも取り繕いきれない。まずい。このままだと本当に契約がダメになる。失礼します。先ほどの説明はこういう意味ですよね。俺はすっと会話に割り込み、フランス語とスペイン語で先方の担当者に直接確認を取った。すると彼らは驚いたように目を丸くする。そう、まさにその通り。さらに、ドイツ語とイタリア語が混ざった問いが飛ぶたびに、俺はすぐさま対応し、単語や文脈を補足しながら説明をつないでいく。例の補助金申請書類に関しては、中東拠点との連携が必要という流れになり、アラビア語で簡単な挨拶と確認を交えつつ要件をまとめると、先方の担当者はますます簡単の声を上げた。なんてことだ。信じられない。まさかあなたがここまで話せるとは。一体何者ですか？大混乱していた会議は一気に落ち着きを取り戻す。プロジェクトの方向性を改めて整理し、各国が納得できる形で具体的なプランを練り直すと、先方は素晴らしい。ぜひとも一緒に進めましょう。と声を揃えて賛同の意を示してくれた。ほっと胸を撫で下ろしたのもつかの間。会議の終盤、先方の一人が画面越しに俺を見つめながら、突然興奮気味に言った。もしかして、あなたは噂に聞く15カ国語を操るバックパッカーじゃないですか？うちの CEO が彼をぜひ探し出したいって言ってたんですが。場に居合わせた全員が、はぁと目を見開く。さつきも高梨も、唖然として俺を見る。まあ、15カ国語というと大げさですけど、海外をフラフラしてた時に、多少は身につけたんで、俺がそう照れくさそうに言うと、画面の向こう側の担当者たちは、一斉にワッと沸き立った。15カ国語って冗談かと思いましたが、本当に話せるんですね。しかも、欧州系だけじゃなく、アジア、アフリカ地域の言語にも即座に対応していたじゃないですか。さっきのスペイン語も完璧でしたよ。それに南米の現地文化まで詳しいなんて信じられません。しかも医療設備の運用状況も把握しているなんて。矢継ぎ早に飛び出す称賛の言葉に、高梨を含む周囲の社員たちは完全に固まったまま、
口をつぐんでいる。一方、先方は勢いを増すかのように、さらに熱っぽく言葉を続けた。いやー、こんな優秀な人材はなかなかいませんよ。実際、医療関連のプロジェクトでは、各国ごとの文化や規則をきちんと把握することが欠かせませんからね。資材の運び込み一つとっても、慣習や法律の違いで大変なんです。それを一手に引き受けられる人がいてくれたら、私たちもどれほど助かるか。その言葉に同席していた別の担当者も画面越しに身を乗り出した。あなたぜひうちで働いてくれませんか。桜商事さんには申し訳ありませんが、私たちとしては年俸を今の10倍出してでも欲しい人材ですよ。出張費や滞在費も全額負担しますし、最高の環境をご用意いたします。どうでしょう。あまりにストレートなスカウトに、俺はあたふたと手を振った。いや、さすがに10倍は。それに今は桜商事さんにお世話になっている身なんで、すぐにどうこうというわけには。そうですか。いやー、残念だな。相手は心底名残惜しそうに眉を下げる。対してこちらは、ますます居心地の悪いような、こそばゆいような感覚に襲われていた。部屋の中では、高梨はショックで固まったように唇を噛み、他の社員たちは唖然としながらも、半ば呆れたように俺を見つめている。まあ、ともあれ、今回の商談については、あなたのお力添えがあれば安心ですね。正直先ほどまでは不安がありましたが、これなら話を前に進められそうだ。ぜひこのまま引き続きご協力をお願いします。画面の向こう側から伝わってくる先方の熱意。それに対して、さつきもほっとした表情を浮かべながら、深く頭を下げた。なんとか大きなトラブルも回避できそうだ。そう思った瞬間、肩の力が抜け、俺も苦笑いしながら応答する。こちらこそ、引き続きよろしくお願いします。今回のプロジェクトが成功するよう、できる限り力を尽くしたいと思いますので。しんと静まり返ったオフィスの中、安堵からか、誰かが小さく息を吐く音が聞こえた。まさか、こんな形で脚光を浴びるとは思わなかったが、どうやら、このおかげでプロジェクトは軌道に乗りそうだ。そんな予感が、妙に頼もしく胸を満たしていた。一息ついたところで、さらに意外な来客があった。エレベーターから姿を現したのは、桜商事の社長だった。俺の姿を見るなり、社長はやや大げさに両手を広げながら、笑顔で近づいてくる。さすがだな、氷川くん。にこやかに声をかけられて、周囲の社員たちは、社長が直々に、と、一瞬騒然となる。実はだな、みんなには話してなかったんだけど、氷川くんは昔海外で、俺の命の恩人なんだよ。ほら、あれは、確か東南アジアの奥地だったっけ。現地で病気になりかけた俺を、通訳から治療手配まで全部引き受けてくれてね。まさに言葉の壁ってやつを一瞬で取り払ってくれた。本当に危ないところだったよ。そう言いながら社長は、昔を懐かしむように苦笑しつつも、誇らしげな視線で俺を見つめる。周囲にいた社員たちは、驚いたように息を飲む。君の噂はいろんなところで耳にしていてさ。だからダメ元でうちの会社で働いてみないかって打診したんだ。そしたらまさか OK をもらえて本当に嬉しかったよ。ただ一つびっくりしたのが、君が派遣で働きたいって言ってきたことだな。社長は目を細め、肩をすくめる。なんと言っても、君は語学力だけじゃなくて、世界中に広いパイプを持ってるし、実績もある。普通に考えれば正社員どころか、役員クラスの待遇でもおかしくないだろう。なのにどうして派遣なんかで。いや、自分は現場を見て学びたいんです。正社員として深く企業に根を下ろす前に、もう少し世界のことを知りたいというか、実際、社長も覚えてるでしょ。俺が海外を放浪している時の方が、生きた経験を手に入れられるって思ってたんで。そう答えると、社長は、やっぱり君は変わらないね、と、笑顔で納得したように頷いた。社員たちはなおさら目を丸くしているが、少なくとも、社長は最初から、この不思議な形の雇用スタイルを認めてくれていたらしい。ともかく、今はうちのプロジェクトを支えてくれていることに感謝だよ。氷川くんには遠慮はいらない。何かあれば何でも言ってくれ。ありがとうございます。こちらこそ、派遣とはいえ精一杯やりますので、どうぞよろしくお願いします。そんなやりとりの隙間から、驚きを隠せない表情のさつきが、こちらを見ているのが分かった。高梨をはじめ、他の社員も事態を飲み込めないまま、ざわついている。だけど、社長がにこやかにしているのを見る限り、どうやら、この職場での俺の立場は、思っていた以上に歓迎されているようだ。会議が終わると、熱気に満ちていた空気も、スーッと落ち着きを取り戻した。先方とのビデオ通話を切り上げた社員たちは、手早く資料を片付けたり、デスクに戻ったりと、それぞれの持ち場に散っていく。俺もほっと、
肩の力を抜きかけた。その時、背後でかすかなため息が聞こえた。振り返ると、そこには高梨がうつむいたまま立ち尽くしている。すると、酒井さんがその様子に気づき、鋭い口調で声をかける。高梨くん、ちょっといい？今回のごたごた、あなたが多言語が必要になるかもしれないっていう情報を共有しなかったのが原因よね。すぐそばにいるさつきも、どこか辛そうに眉を潜めながら、高梨を見つめている。まあ、そうですね。高梨は苦い顔のまま答える。酒井さんはさらに畳みかけた。先方は高梨さんに伝えておいたのにって言ってたわ。どうして一言でも私たちに教えてくれなかったの？もし氷川くんがいなかったら、会社として大損害になっていたかもしれないのよ。高梨は唇を噛み、しばらく沈黙していたが、やがてかすれた声を絞り出した。言い訳になるかもしれないけど、正直俺は焦っていました。そう言って、高梨は顔を上げ、こちらを睨むように見つめる。俺は、桜商事に正社員として入って数年経つんだ。周りがどんどん成果を出す中で、何か結果を残さなきゃって焦りばかりが強くなっていました。ほんの些細なことでも、俺が先にやってやるって思って、先方から多言語が必要かもって言われた時も、本当は社内に共有すべきでした。けど、どこかで自分が対処できれば評価されるはずだなんて、浅はかな考えがあって、自分なりに言語には自信がありました。この会合に向けて、早く仕事を切り上げて勉強もしました。でも、まさか、こんなに通用しないなんて。高梨の声には、苛立ちだけでなく、自分自身を責めるような響きが混じっていた。酒井さんは一呼吸置いてから、少しだけ表情を和らげる。あなたが頑張りたいって思うのは悪いことじゃないし、むしろ素敵よ。だけど、大きなプロジェクトは一人の手柄じゃなくて、チームで進めるものなの。あなたが情報を隠して暴走した結果、契約そのものが危うくなるところだった。会社にとっても、あなたにとっても良いことなんて一つもないわ。わかってます。悪かったと思っています。高梨はそう言って、ぎこちなく頭を下げる。すると、社内の誰よりも高梨と衝突してきたさつきが、ほっとしたように息をつきながら口を開いた。わかってくれたなら、もうそれでいいわよ。私たちも、あなたを完全に否定したいわけじゃないんだから、協力し合えれば、もっといい結果を出せるでしょ。そういうさつきの表情には、ほんの少し優しさが混じっている。高梨は肩を落としたまま黙り込むが、さつきはさらに言葉を続けた。焦る気持ちはわかるよ。私だって昔から一人で何とかしようとして突っ走っちゃうところがあるの。だけど、今回のプロジェクトは酒井さんをはじめ、氷川にもいろいろ助けてもらって、ようやく成果が出せた。高梨だって、無理して一人で抱え込まずに、ちゃんと周りを頼ればいいじゃない？一瞬、周囲がしんと静まり返る。だが、それは気まずい沈黙ではなかった。むしろ、さつきの素直な言葉に、誰もが彼女らしい優しさを感じたのだろう。高梨は思わず顔を上げたが、まだ反応できずにいる。さつきは少し申し訳なさそうに微笑み、付け加えた。私もまだまだ未熟だけど、改めて思ったの。大きなプロジェクトを成功させるには、チームみんなで補い合う必要があるって。あなたも最初からそれを分かっていたら、こんなことにはならなかったのにね。それは説教めいた言葉ではあったが、押し付けがましさは感じられなかった。高梨はしばらく沈黙したまま、さつきを見つめ、それから小さくうなずいた。悪かった。お前にもいろいろ失礼なこと言ったし、今更言いづらいけど、ありがとう。次はもう少しうまくやるよ。その言葉に、さつきは小さな笑みを漏らし、コクンとうなずく。高梨とのわだかまりが完全に解けたわけではないだろうが、少なくとも、ここからは前に進める。そう思わせるやりとりだった。そして高梨は、意を決したようにこちらへと向き直った。氷川、お前にも謝らなきゃな。最初からずっと嫌味ばかり言って、挙句に今回の事態もこんな風に悪化させてしまった。本当悪かったよ。俺のせいで大きな契約を不意にしそうになったのに、お前がカバーしてくれたんだよな。ありがとう。俺が言うのはおこがましいが、お前は本当にすごい奴だよ。頭を下げる高梨の言葉に、オフィス中の視線が集中する。少し恥ずかしいが、ここで意地を張っても仕方がない。俺は穏やかな声で答えた。気にするな。俺も何も言わなかった面があるし、これからはチームとして協力していこう。高梨は、ぎこちなく微笑んでから無言で一礼する。わだかまりがすべて消え去ったわけではないが、互いの気持ちを言葉にしたことが、
大きな一歩なのだろう。そんな空気がオフィスの片隅に静かに満ちていた。こうして高梨の独断が招いた一連のトラブルはひとまずの収束を見せることになった。もちろん彼への社内評価はガタ落ちしたし、処分を免れるわけではないだろう。それでも自分の非を認めて改心する様子に周りの社員たちの目も多少は柔らかくなっている。プロジェクトが一段落し、社内は近年稀に見る大成功に沸いていた。国際事業部が扱う海外医療支援案件としては、過去最大級の取引額と重要度を誇る契約。しかも、多国籍企業の厳しい審査を通り抜けたのだから、会社全体が色めき立つのも無理はない。その中心で動いていたのは、皮肉にも、ただの派遣社員として入社した俺だった。そんなある日の仕事終わり、一息ついて自分のデスクに腰を下ろす。すると、タイミングを見計らったかのように、酒井さんが近づいてきた。お疲れ様、氷川くん。今回の契約、本当にあなたのおかげで大成功だったわ。グローバルな案件で、ここまでスムーズに話をまとめられたのは初めてよ。さすがね。酒井さんは、素直に称賛の言葉を口にしながら、軽く笑みを浮かべる。いつも穏やかな彼女だが、ここまでストレートに褒めてくれるのは珍しい気がした。いや、そんな、俺はただ言葉のフォローをしただけで、実際の交渉や調整は皆さんが動いてくれたからこそですよ。謙遜混じりに返すと、酒井さんはふふっと小さく笑う。そういうところも含めて、あなたって優秀だし、周りを立てるのもうまいのよ。普通ここまで結果を出したら、もっと自分をアピールしてもいいのに。そんな言葉を聞かされると、思わず苦笑いしてしまう。酒井さんの洞察力は侮れない。彼女はすかさずデスクの端に腰をかけるようにして、俺と視線を合わせた。正直、氷川くんなら世界中、どこの企業でも引く手あまただと思うの。この間の会議で、先方が年俸10倍払ってでも欲しいなんて言ったのがいい証拠よ。多分、まだまだ同じような話が舞い込んでくるでしょう。まあ、そうですね。可能性はあるかもしれません。だけど、あなたはあえて派遣という形でここに来たんでしょ？世界を渡り歩いてきた人が、どうしてまたこの会社に？その理由が私にはちょっと気になるのよ。酒井さんの問いかけに、俺は少しだけ目線を下げた。会社での評価や報酬を求めるのなら、もっと他に選択肢があるだろう。そう思うのも当然だ。それを知っているからこそ、俺はゆっくりと、けれどはっきりと答える。実は高校生の時、一度だけここを受けてるんです。もちろん落とされました。成績もパッとしない、特技もない。ただの平凡な高校生でしたから、何もかも足りなくて、それが情けなくて、結局何も言わずに飛び出しちゃったんですよ。思い返すと、高校を卒業する頃の自分は、何の夢も見出せずに焦ってばかりだった。一方で、大きな夢をしっかり抱き、努力を重ねていたさつきの眩しい姿を目にするほど、自分の無力さが突きつけられるような気がしていた。だからこそ、海外を旅して、もっと世界を知ろうと決めたのだ。やっぱり自分にしかないものを手に入れたかったんです。お金もなかったから、バックパッカーという形で現地の言葉を懸命に覚えて、そこで暮らす人たちと同じ目線に立つ。医療問題も、治安の問題も実際に経験してみないとわからないと思ったから、そうやって年月をかけるうちに、いつの間にかいろんな言語が身について、気づけば15カ国語を話すバックパッカーなんて呼ばれるようになってたってわけで。そこまで言うと、酒井さんは静かにうなずいてくれた。なるほどね。でも今や、世界中で引く手あまたのあなたが、どうしてここにこだわるのかしら？そう尋ねられた瞬間、俺は自然と視線を遠くにやる。頭に浮かんでくるのは、せわしなく働き詰めで、それでも懸命に頑張っている彼女の姿。昔も今も変わらず、自分の足で未来を切り開こうともがいている姿だ。ここには俺にとって大切な人がいるからです。どれだけ世界を回っても、どれだけ多言語を話せても、結局その人に胸を張れる自分になりたかったんだと思います。そう言いかけたところで、酒井さんは微笑みながらすっと手を差し出し、これ以上は本人に伝えてあげて、と軽く目配せをした。振り返ると、オフィスの入り口付近にはさつきが立っていた。聞こえていたのか、彼女の目は少し潤んでいるように見える。まるで何かを言おうとするのをこらえるように、苦しげに口を結んでいた。さつき！俺は迷わず彼女の方へ歩み寄った。立ち尽くす彼女の前で、言葉が一瞬、喉の奥に絡まる。けれど、もう逃げたりはしない。
そう心に決めた。高校の時、急に距離を置いてごめん。さつきが夢に向かって頑張る姿を見ていると、自分の不甲斐なさが情けなくなったんだ。何もしてやれない。支えてやる資格もないって思って。でも、あれから海外を旅して、いろんなものを見てきた。世界は広くて、まだまだ知らないことばかりだって痛感したけど、それでも俺が本当に大事にしたいものは一つしかなかった。さつきは唇を震わせながら小さく息を飲む。俺はさつきのことが好きだ。もう二度と逃げるようなことはしたくない。これからはずっとそばで支えさせてほしい。世界を見て回っても結局、俺の原点はさつきなんだって気づいたから。その瞬間、さつきの目から涙が一筋こぼれ落ちる。言葉にならない思いを抱えたまま、彼女は震える声でつぶやいた。バカ。そんなんずるいよ。でも私もあの時伝えられなかったことを今改めて言うね。レンがいなくなったあの日からどれだけ寂しかったか、どれだけレンが必要だったか。私もう一度あなたと一緒にいたい。交わす視線に長い年月のわだかまりが溶けるように感じた。次の瞬間、さつきは抑えきれない涙を流しながら、そっと俺の胸に飛び込んできた。オフィスに静かな拍手とざわめきが広がる中、俺はさつきをしっかりと抱きしめた。肩越しに見える酒井さんは涙ぐみながら微笑んでいる。周囲の社員たちも戸惑いつつも温かい空気をまとってこちらを見守っていた。それからしばらくして、会社は今回の海外医療支援プロジェクトの成功を機に新たな案件を次々と獲得。俺は派遣という立場のままプロジェクトを支えていたが、社長や酒井さんの後押しもあり、正式に社員登用される運びとなった。正直、一瞬迷いがなかったわけじゃない。俺は世界を放浪し、自由な働き方を選んできたからだ。けれど、今回の件を通して改めて知った。仲間と共に何かを成し遂げる喜びと、かけがえのない人と同じ場所で未来を築く幸せを。その後、さつきとは結婚。俺たちは立場や部署の垣根を越えて数々のプロジェクトに参加するようになった。アフリカの僻地での医療サポート、新興国のコミュニティ支援、国際学会でのプレゼン、いずれも苦労は絶えないが、その都度、さつきと力を合わせながら乗り越えている。苦しさや遠回りをしても、最後に帰る場所があることは何より尊い。さつきと俺は、互いを支え合いながら、まだ見ぬ世界へと歩み続けている。どんな国へ行っても、どんな壁が立ちはだかっても、きっとこの先もずっと、隣で笑い合いながら乗り越えていける。そう確信しながら。痛い。舞台袖に響いた低いうめき声に、周囲のスタッフが凍りつく。そこにうずくまっているのは、今、若手として大きな注目を集めているピアニスト、剣持。今夜は、桜財団主催の大規模コンサートで、ちょうどこれから彼のステージが始まるというタイミングで、いきなり腕を押さえながら倒れ込んでしまったのだ。すでにチケットは完売、客席は満席、外には入場待ちの列ができているというのに、どうしたの？剣持さん、立てる。呼びかけにも応じられず、彼は右腕を一生懸命に押さえ込んで、痛みに耐えている。医務スタッフが駆け寄るが、開演まであと数分。このままでは公演自体が危うい。それでも、剣持はステージに立つと譲らず、こんなの大丈夫だと言い張っている。しかし誰が見ても、このままステージに立つのは無理がある。鳴り止まないホールのざわめきが幕の向こうから聞こえてくる。そんな中、俺は意を決して前へ出る。俺が何とかします。少し時間を稼げませんか？雑務担当の一スタッフに過ぎない俺が声を上げた瞬間、周囲の視線が一斉に集まる。痛みに耐えるピアニストの剣持も苦しげに顔を上げて言い放った。お前に何ができるって言うんだ。静まり返る舞台袖。その重い空気を断ち切るように財団の責任者がはっきりと言う。大丈夫。この人はね。その言葉をきっかけに、俺の人生は大きく変わり始めるのだった。俺の名前は東堂明。桜財団で事務スタッフ兼清掃係みたいなことをしている。地味な仕事だなんてよく言われるけれど、俺としてはそれほど悪いものじゃない。もともと俺にはちょっと複雑な事情があって、今みたいに舞台のすぐ近くで音楽家たちを支えられる環境にいることは
ある意味で理想的なんだ。桜財団は国内外の有名演奏家を招聘し、コンサートやイベントを数多く手掛けている。もちろん華やかな場面も多い。でも俺のような裏方スタッフは目立つことなどまずない。床の汚れを拭き取ったり、備品のチェックをしたり、来賓用の応接室を整えたり、大抵の人はそんな仕事を大変だねで終わる。俺自身も華やかさとは程遠いなと思うことはあるが、毎日コツコツと役に立てるならそれで構わないと思っている。そんな俺を雇ってくれたのが高槻瑠璃子。高校時代からの同級生だ。俺と瑠璃子は音楽をメインにした高校に通っていて、当時はよく練習室の鍵を取り合ったり、一緒に放課後のホールで音出しをしたりしていた仲だ。アキラ、またここで練習してるの？この時間って本当は打楽器専用のはずじゃなかった？悪い。ちょっとだけ借りてる。どうしても今のうちに指鳴らしがしたくてさ。あなたらしいね。次のコンクール、私も手伝えることがあれば言ってよ。伴奏合わせとか、合わせ練習とか。俺たちが通っていたのは音楽科コースのある高校で、放課後の教室や練習室はどこも騒がしい。ピアノ科、声楽科、弦楽器科といった専門分野ごとに生徒が集まり、コンクールや受験に向けて遅くまで猛練習しているのだ。そんな中、瑠璃子はバイオリンが専攻、俺はピアノ。とはいえ、実力は彼女の方がずっと上だと、当時から思っていた。助かるよ、高槻さん。ああ、もう、高槻さんはやめてってば、学校じゃ普通に瑠璃子って呼んでくれる人の方が多いんだから。いや、でも、遠慮しなくていいから。ほら、一緒に音合わせしようよ。今度の発表会でデュオ組むんでしょ？そう言って彼女は、自分が引き込んだボロボロの楽譜を見せてきた。そこには赤や青のペンでびっしりと書き込みがある。強弱記号の追加、音のイメージメモ、そしてテンポの変化があちこちに記されていて、その熱量には圧倒されるほどだった。こんなにも真剣に音楽と向き合っている彼女の姿は、当時の俺にとって大きな刺激だった。ごめん、俺なんかが足引っ張るかもしれないけど。そんなの大丈夫に決まってるじゃない。アキラは真面目だし、音も丁寧で好きだよ。だから一緒にやりたいんだってば。ありがとう。その言葉がどれほど俺を救ったかは彼女に言ったことがない。俺は要領がいいタイプではなかったから、日々の練習に追われ、技術に伸び悩み、自分に自信が持てなくなりかけていた時期でもあった。でも、瑠璃子がポンと肩を叩いて、大丈夫。あなたならきっと弾けるよ。と笑ってくれると、不思議と新しい景色が開けるような気がしたんだ。結局、俺は高校卒業後に音大へは進まず、遠回りをして今の職に就いている。対して、瑠璃子はそのまま音楽の道に進み、海外で留学や経験を積んだ。帰国後はしばらくコンサート活動などをしながら、家の財団を手伝うようになったらしい。桜財団は、彼女の父親が音楽文化を支援するために作り上げた組織。数多くの演奏家をサポートし、大規模コンサートやイベントを開催している有名な財団だ。ところが数年前、その父親が長期の療養を余儀なくされて以来、瑠璃子が実質的に責任者のポジションを引き継ぐことになったのだという。いきなり大きな組織のトップを任された若い女性。周囲には何も知らないお嬢様。急な抜擢でどうせすぐに失敗するだろう。なんて陰口を叩く人もいたようだ。けれど、俺が見る限り、瑠璃子は昔と変わらず自分の足でしっかり立って目標を見据えて歩いている。実は、そんな彼女と再会したのは、俺が前の仕事を辞めた後のことだ。人生に迷い、どうしようもない気持ちで街をさまよっていた時、偶然通りがかった演奏会の案内ポスターに、桜財団の名前と若き責任者として写った瑠璃子の写真を見つけた。懐かしさと同時に、彼女が今の地位をつかむまでにどれだけ努力したのだろうと想像して胸が熱くなった。その後、チケットを取ってコンサートに足を運んだ俺は、受付でスタッフとして動いていた彼女を見つけた。声をかけようか迷ったが、向こうから気づいて、アキラと大きく手を振ってくれたのが、まるで高校時代と変わらない明るさだった。瑠璃子、久しぶり。君、裏方業務でもやってるの？うん、
今日は大きな公演だからね。うちの財団が主催するイベントだから、最終チェックのために駆け回ってたの。久々に再会した彼女は、高校時代よりもずっと大人びた雰囲気になっていた。シンプルなスーツをすらりと着こなし、キビキビと動く姿は、まるで頼れる指揮者のようにも見える。けれど、顔を近づけてくる時の笑みは昔と変わらない。温校時代、放課後のホールで一緒に連弾しようよと誘ってくれた、あの屈託のない笑顔だ。アキラこそ、どうしてこんなところに？正直に言うと、最近ちょっと色々あって、何か音楽に触れたい気分だったんだ。そしたら、見覚えのある桜財団の看板を街で見かけてさ、もしかしたらルリコに会えるかななんて思って覗いてみた。そっか、そうだったんだ。会いに来てくれてありがとう。ねえ、今時間ある？少し話せる？彼女に導かれるまま、ロビーの片隅にある小さな応接スペースへ移動する。そこで、互いに近況を語り合ってみると、ルリコが父親の療養をきっかけに、財団の舵取りを任されていることや、思った以上に裏方の人手が足りなくて、苦労しているらしいことが分かった。俺が何か力になれればいいんだけど、と口にすると、彼女は真剣な眼差しをこちらに向ける。実は、今ちょっとスタッフが足りなくて困ってるの。事務や雑務をしてくれる人が必要なんだけど、なかなか採用が進まなくて、アキラ、もしよかったら、うちで手伝ってもらえないかな。でも俺、特に資格とか経験もないし、音楽に関わってたって言っても、高校までだし。問題ないよ。むしろ助かる。あなたは根が真面目で、何より音楽の現場が好きでしょ？裏方の仕事は雑用も多いけど、演奏家を支えるっていう点ではとても大事なの。昔、一緒に演奏した時みたいに、私を支えてほしい。そう言われると、断る理由などなかった。かつて共に音を紡いだ彼女の頼もしげな横顔が、当時と全く変わっていない気がして、俺の胸は不思議なくらい温まった。音の道から一歩離れた俺を、こんな形でまた受け入れてくれるなんて、正直思ってもみなかった。こうして俺は桜財団で働くことになった。彼女の父親が築き上げたこの組織を、今は彼女自身がしっかりと率いている。そして、俺は裏方ながら、再び音楽のそばにいられる。その事実だけで、胸にかすかな明かりが灯るのを感じた。そんなある日、財団のオフィスの片隅で、ルリコが真剣な表情で頭を抱えていた。机上には、書類の山が積み上げられ、何度も書き直されたメモ用紙が散乱している。見るからにトラブルが起きている様子だった。ルリコ、何かあった？アキラ、ちょうどいいところに、実は有名なアーティストとの契約条件と、リハ日程で揉めてて、向こうが思いのほか強気で、ギャラの金額や追加の要望が次々と出てきて困っているの。桜財団は近々大規模なコンサートを開催する予定だった。そこに出演してもらうはずの大物演奏家。国内外で名声を得ている人物だ。と交渉するには、それ相応の実績と交渉力が必要になる。財団としても彼を呼べれば大きな宣伝になるけれど、あまりに契約条件が厳しいとバランスが崩れてしまう。さらに、リハーサルの日程も難航し、何度調整しても双方のスケジュールが噛み合わないらしい。ルリコは若いからって向こうに足元を見られてるんじゃないかな。相手は財団がどうしても彼を呼びたいと分かってるから譲ってくれないんだろう。でも、ここで引くわけにもいかないし、どうしたらいいのか。ルリコは焦りと疲れでやや視線が泳いでいる。俺は手早く書類に目を通し、相手の提示している要望をざっと確かめた。確かに高めの条件だが、裏を返せば、ここだけは譲れないという彼らの主張が見えてくる。ここ、実は先方はこの日程を譲れないんじゃなくて、他の公演のリハが被ってるだけだよね。だったら、午前中にこちらのホールを抑えれば可能かもしれない。ギャラについては、この金額より少し落としてもらう代わりに、財団に別のメリットを提示するのはどうかな。例えば、こっちが宣伝に積極的に協力する代わりに、メディア露出を増やせるとか。なるほど。それなら向こうとしても悪い話じゃないわね。追加要望を全部飲むわけでもないけど、宣伝面でサポートを増やすことでメリットを感じてもらえるかもしれない。少なくとも、
こっちが完全にお願いする立場って構図を崩す必要があると思う。相手にも得がある形なら、すんなり合意に持ち込めるかも。話しているうちに、瑠璃子の顔つきが少しずつ明るくなっていく。彼女はもともと粘り強い性格だし、言われたことをすぐに行動に移す機動力もある。早速、電話を手に取り、先方のマネージャーに連絡を取った。俺は後ろで黙って聞いていたが、提案した交渉材料をうまく組み合わせて話しているのがわかる。語尾にはハキハキとした確信があり、相手に押し負ける様子は全くない。数十分後、瑠璃子が電話を切って振り返った時、その瞳には安堵の色が浮かんでいた。アキラ、うまくいきそう。先方も考えましょうって前向きな感じだった。今まで全然取り合ってくれなかったのに、同じ話し方でもこっちが根拠をきちんと示すだけで違うものね。それならよかった。あとは最終的な書類のすり合わせだけだな。こっちの都合もきっちり伝えて、妥協点を探ればいいと思う。本当にあなたがいてくれて助かった。ありがとう。瑠璃子が笑顔でそう言いながら、積み上げた書類を手早くまとめていく。彼女の綺麗な黒髪が軽く揺れて、室内灯の下でキラリと艶めく姿は、改めて見ると、やっぱり見とれるほどだ。いや、俺は単に雑務の延長でちょっとヒントを出しただけで、大したことないよ。また謙遜してる。昔からあんたって頭の回転が早かったじゃない？ピアノの演奏面でもすごくリズムに考えてたし、一度覚えたフレーズは絶対に崩さなかったり、私の方が驚かされたこと何度もあるんだから。そんなことを言われるとさすがに照れる。当時、瑠璃子がバイオリンを弾いていた頃は、彼女の情熱的な音色に圧倒されっぱなしだった記憶しかない。だが、真面目な姿勢だけは誰にも負けたくないと思っていたのも事実だ。思い返せば、かつては無我夢中で理論書を読み漁り、それこそ血眼になって指の使い方を研究していたこともある。まあ、理屈をこねるのは得意なんだよ。昔から考え出すと止まらないっていうか。そこよ。そこが助かるの。今みたいに契約とか交渉みたいな話って、相手の立場を理解して論理的に詰めていかないとすれ違っちゃうでしょ。自分の利益だけ押し通すわけにもいかないし、その点、アキラはすごく冷静に物事を整理してくれるから、本当にありがたいの。瑠璃子はそう言った後、小さくため息をついた。まっすぐにこちらを見てはいるものの、その瞳の奥には、かすかな疲れや不安が宿っているようにも見える。彼女がさらに言葉を続けた。正直、私もまだ若いし、父の療養をきっかけに、急に財団を任される形になってから、戸惑うことばかりなの。ベテランのスタッフや大物アーティストとやりとりするとき、どうしても若い令嬢が出しゃばってるみたいに見られて、足元を見られちゃうところもあると思う。小さく拳を握りしめる彼女は、子供のように不安げだ。だが、その姿が妙に愛おしい。いつも堂々としているイメージのある瑠璃子が、こうして弱さを覗かせるのは珍しい。俺はごく自然に背中を支えるような気持ちで言葉を返した。でも、お前はちゃんと自分の力でここまでやってきたんじゃないか。気にしすぎる必要はないと思う。頭では分かってるの。でも、もし失敗したらとか、経験不足って思われたらって考えちゃうと、どうしても不安になるのよね。瑠璃子は手元の書類を握りしめ、それをまるで安心するように胸に抱え込んだ。まっすぐな性格だからこそ、強い責任感が彼女を追い詰めることもあるのだろう。でも、アキラがこうしてそばで支えてくれると、すごく心強いの。本当にありがとうね。私きっと、一人じゃどうにもならなかったと思う。たとえ雑用や清掃係でも、あなたが一緒に動いてくれるだけで落ち着くのよ。俺は彼女の言葉に対して大げさな否定も肯定もせず、ただ穏やかに微笑む。こうして必要としてもらえるのはありがたいし、彼女が少しでも楽になるなら、それだけで俺の役目は果たされる気がする。まあ、俺にできることなら何だって言ってくれ。確かに若いから足元を見られがちな部分はあるかもしれないけど、瑠璃子ならきっと大丈夫だよ。困った時は一緒に考えよう。本当にありがとう。あなたがいてくれるだけで、私次に進める気がするの。私も早く、あなたの役に立てるように頑張るから。いや、もう十分すぎるぐらい役に立ってるよ。むしろ助かってるのは俺の方だ。そう伝えると、
瑠璃子はほっとしたように微笑んだ。いつも気丈に振る舞っている彼女が、わずかに肩の力を抜くように、息をつく姿を見ると、こちらまで少しだけ救われた気持ちになる。役割は違っても、同じ方向を見て歩んでいけるのなら、それだけで、この仕事を選んだ意味があったと思えるから。それから日常が戻り、俺はまた雑用に追われる毎日を送っていた。すると、隣のリハーサル室から小さく弦の調弦の音が聞こえてきた。試しにドアを開けると、チェリストが一人でボーイングの具合を確かめているらしく、気づいた彼女が、こんにちは、と声をかけてくれた。いつも清掃ありがとうございます。やっぱりこの部屋、弾きやすいんですよね。響きが素直で。そう言ってもらえるとありがたいです。この前の演奏会、すごく素敵でしたよ。弓使いから本当に表情豊かな音が出ていたというか。聞いてくれたんですか？嬉しいです。実は今度、さらに難しい曲に挑戦しようと思ってて、ちょっと練習がハードになってるんです。体が悲鳴を上げそうで。そうなんですね。リハーサルが続くと、肩や手首にも結構負担がかかると思うので、休憩はしっかりとってくださいね。もし何かあれば、事務局でも相談に乗れますし。俺がそう声をかけると、チェロを抱えた彼女は微笑みながら、はい、ありがとうございます。無理しないように気をつけます。と返してくれた。その笑顔には、まだ少し疲れの影が滲んでいるようにも見える。重い楽器を一日中支え、繊細な動きを要求される奏者にとっては、リハーサルが続く日々は大きな負担になるのだろう。楽器倉庫を出た後も、あちこちの練習室では、バイオリンやフルート、時には声楽家が発声練習をしていて、廊下に漏れてくる音色は、さながら短いコンサートのようだ。今日は、ここまで終わらせたら、休憩にしようかな。誰にも聞かれないように小声でつぶやくと、もう一度モップを手に取って床に視線を戻した。その時だった。床に反響する足音が近づいてくる。聞き覚えのある、まるで舞台を踏みしめるような自信に満ちたリズム。高級な革靴がタイルを打つその響きは、俺の胸に嫌な予感を呼び起こす。おい、お前、東堂じゃないか？振り返ると、そこには剣持正吾の姿があった。かつて、同じ音楽コースに在籍していた同級生だ。今では、国内外で天才ピアニストとして名を馳せ、その名を知らない者はいないほどの活躍ぶりを見せている。剣持か。久しぶりだな。お前、こんなとこで何してんだよ。見りゃわかるだろ。今、ここで働いてるんだよ。俺が短く答えると、剣持は鼻で笑うような仕草を見せた。肩まで揺らすほど大げさな笑いじゃないが、十分に相手を見下した態度が伝わる。はぁ？お前が？ピアノをやめたって話は耳にしてたけど、まさか清掃員になってたとはな。何のためにピアノやってたんだよ。清掃員になるため？ウケるな。正直、言い返す気力も湧かない。彼からすれば、ピアノを諦めたはずの同級生が、こんなところで雑巾掛けをしているなんて、到底理解できないのだろう。それに剣持は昔からこういう調子だ。一度上から目線に入ると、相手を突き放すような言葉を畳みかける。結局才能がなかったから逃げ出したってわけか。ああ、情けないね。別に、お前に言うことは何もないよ。モップを握った手がかすかに熱を持つ。けれど、その気持ちはぐっと飲み込む。剣持には剣持の価値観があるし、ここで言い争っても時間の無駄だ。俺はあくまでもこの財団のスタッフ。彼から向けられる軽蔑の眼差しなんて、今更さほど驚くことでもない。まあ別にいいさ。お前なんかがピアノ続けたところで大した成果は出なかっただろうしな。俺は今や知らない人はいないと言われる若手ピアニストになった。国際コンクールでも入賞して、テレビにも引っ張りだこ。雑誌で特集組まれるなんて当たり前。わかるか？お前とは住む世界が違うんだよ。剣持はそう言いながら、わざと大きく肩をすくめてみせる。いつの頃からか、彼の名前は演奏界隈にとどまらず、一般層にまで広く浸透するようになった。ドラマのテーマ曲でピアノを担当すれば、あっという間に天才ピアニスト登場なんて騒がれる。少女漫画のモデルにまでされるらしい。そんな華やかな世界を歩む男が、ここで雑巾掛けをしている俺に敬意を払うはずもない。
そういや、お前と俺、昔はよく同じコンクールに出てたっけ？覚えてるか？いつも俺が1位で、お前は2位。ああ、悪いな。思い出させちまったか？そうだったな。まあ、いくら頑張ったところで、才能があるのは俺の方だったってわけだ。お前は負け犬が似合ってるんだよ。彼は嫌味たっぷりに鼻で笑い、自分の革靴を軽く見やる。高級な革が廊下の明かりを反射しているのは、まるで彼のプライドそのもののようだ。これ見よがしな仕草は、かつて高校の音楽コースで一緒だった頃よりも、さらに派手になった気がする。じゃあ、俺は行くから。お前も清掃員として頑張れよ。まったく、情けない話だぜ。お前、清掃員になってまでこの業界にしがみついていたいわけ？言い返す言葉は何も浮かばない。いや、浮かんでも口にする気は起こらない。剣持ちの足音が再び遠ざかっていくのを感じながら、俺はただ、モップを持つ手にかすかな力を込めていた。かつてのライバル関係は、もう過去のものだと思っていたが、こうして面と向かって言い放たれると、やはり、胸の奥がきしむように痛んで仕方がない。正吾。そこで突然、軽やかなヒールの音が近づいた。ルリコが早足でやってきて、剣持ちの隣に立つ。よう、ルリコ。さっき受付でちょっと待たされたんだけど、忙しそうだな。ごめん。打ち合わせが長引いていたの。わざわざ来てくれてありがとう。あ、アキラもそこにいたんだね。ルリコが俺に目をやる。俺は軽く会釈して、モップを壁際に立てかけた。打ち合わせって、今度のイベントのことだろう。曲目やリハの日程を詰めなきゃいけないんじゃないのか？ええ、そう。ちょうどその件で細かい話がしたくて、正吾の方は大丈夫？他の公演とのスケジュール、かなり詰まってるって聞いたけど。大丈夫じゃないからここに来てるんだろ？さっさと済ませたい。余計な時間はかけられない。ルリコは苦笑しながら俺を見て、アキラ、一緒に来てもらえる？と小さく声をかけてくる。財団としては、剣持ちを迎えるにあたって様々なサポートが必要になるのだろう。部屋のセッティングやリハ会場の調整など雑務も多い。俺も手伝えるなら協力するつもりだ。もちろんいいよ。ちょっと待て。ルリコ、どうして雑用係を連れてくるんだ？アキラは何でも手早く片付けてくれるの。ここで働くスタッフの中でも優秀だし、私が頼りにしてるから。剣持ちは眉を潜めながらも、これ以上は言及しないようだ。彼とルリコは、自然と親しく呼び合う仲になったらしく、俺から見ても、そのやりとりはなんとなく近い雰囲気を感じる。そんな3人でオフィスに入ると、待機していた若いスタッフ数名が、正吾さんだ！キャー素敵！と小さく歓声を上げる。剣持ちは当然という顔で応じると、室内の中央にある椅子へどっかり腰を下ろし、ファイルを広げた。じゃあ早速始めようか。今回のイベントは大きいんだろ？客席も満員になるそうじゃないか。スポンサーも多くてね。あなたがメインを務めることが一番の目玉だって評判なの。曲目は何を選ぶの？だいたい決めている。あとは合わせる時間をどこに確保するかだな。俺にもスケジュールがあるし、そっちに合わせすぎるのは難しいから、しっかり調整してくれよ。スタッフたちは一斉にパソコンや資料を取り出し、剣持ちと時間割をすり合わせ始めた。俺は彼らの隙間を縫うようにファイルを整理しつつ、さりげなく剣持ちの横顔を盗み見る。まるで自然に空気を支配するかのような堂々たる態度。ここにいる若いスタッフの何人かは、あからさまにときめいた表情で彼を見つめていた。アキラ、悪いけど、その書類を持ってきてもらえる？ルリコが小声で言うと、俺は急いで棚から分厚いファイルを取り出し、剣持ちの前へ差し出す。視線を落としながら、こちらが今回のセットリスト案になります。と説明するが、剣持ちは書類をざっと眺めると鼻で笑った。曲目はこんなところかな。ただ俺はもっとインパクトある構成にしたいから、もう少し増やしてもいいと思うんだが。増やすですか？ルリコが首をかしげたところで、剣持ちは書類の端を指で弾きながら続ける。そう。例えば、前半に有名な曲を一つ追加して、間をあまり開けず、後半にソナタを2曲、さらにアンコール代わりにもう1曲。このくらいはできるだろう。その提案を聞いた瞬間、俺はわずかに眉を潜めた。
すでに長丁場の公演になる上、剣持自身も多忙なスケジュールを抱えている。これだけの曲数を詰め込むのは無理があるように思えた。それは曲数が多すぎるんじゃないかな。お客さんも聞き疲れが出るかもしれませんし、リハーサルもかなり厳しくなるはずだ。俺がそう言うと、剣持はピタリと動きを止め、こちらを鋭い目で睨みつけた。はあ？なんだ、清掃員のお前が音楽家気取りで口を挟むのか？俺が弾くって言ってるんだ。才能のないお前に関係ないだろ？関係なくはないかと。こっちは財団で公演をサポートする立場だから、リハや運営面も考えないと。運営面？俺様がこれだけ弾いてやるって言ってるんだぞ。お前はわざと俺の出番を減らそうって魂胆か？剣持は机を軽く叩いて立ち上がる。見回りのスタッフたちが少し身代ぎした。そんなつもりはない。ただ、お前の調子が最近どうなのか、ちょっと気になっただけだ。俺は意を決して言葉を続ける。はあ？誰に向かって言ってる？俺は絶好調だ。テレビや雑誌で引っ張りだこでな。今回はファンを喜ばせてやろうって思ってたんだよ。言い返しようのないほど高圧的な口調で、剣持は書類を乱暴にデスクへ置く。もういい。下手にケチをつけられるくらいなら、こっちから降りてやってもいいが。そのセリフに、瑠璃子は慌てた様子で、それは困るわ、翔吾。と声を上げるが、剣持は構わず背を向ける。勝手にしろ。後でまともなスケジュール案を送ってくるなら目は通してやる。じゃあな。言い放つなり、剣持は部屋を出て行った。スタッフは呆然とし、誰もすぐには声をかけられない。静寂が降りたオフィスで、瑠璃子が深いため息をついた。どうしよう。このままだと公演の目玉が危うくなっちゃう。彼の名前でもうチケットは完売してるのに。瑠璃子が抱えていた書類を机に置きながらため息をつく。その表情には焦りと戸惑いが入り混じっていた。剣持はああ言ってたけど、今日実際に話してみて確信したよ。なんというか、無理してるように見えたよ。あれだけタイトなスケジュールに加えて、さらに曲数を増やすのは危険じゃないかと思う。俺は言葉を選びながらそう伝える。アキラの言う通りかもしれない。わかったわ。私なんとか落としどころを見つけて正吾に打診してみる。あなたを信じるね。瑠璃子はうなずきながら大事そうにファイルを胸に抱え込む。ここで彼の言うままに曲数を増やすのは出演者本人だけでなくコンサート全体にとっても大きなリスクになるはずだ。焦る気持ちを抑え、彼女は次の手を考えているようだった。結局、その後は瑠璃子が説得材料を考えてくれて、曲数を減らす代わりに、途中でトークや質問コーナーを設ける形で、落としどころを作ることになった。剣持は、それならば、と納得してくれ、公演への出演も正式に決定。しかしここで、彼から意外な条件が提示されたのだ。俺に付きっきりのスタッフを一人つけろ。そのスタッフは、最低限音楽の知識があるやつにしてくれ。財団の誰もが驚いたけれど、その音楽に精通しているスタッフとして抜擢されたのが俺だった。なぜ剣持が俺を指名したのかはわからない。それでも財団としては剣持の要望をできる限り受け入れたいし、俺自身もこの公演を成功させたい気持ちがある。複雑な思いを抱えつつも、俺は彼に付き添うスタッフを引き受けることにした。そして迎えた当日、朝からホールはスタッフや演奏者が入り乱れ、控え室やステージ裏はピリピリとした緊張感に包まれていた。チケットは完売。会場の外にも開演待ちの長い列ができているらしい。そんな熱気を感じながら、俺は剣持の控え室の扉をノックした。中から聞こえてくるのは、彼がアップライトピアノで軽く指鳴らしをしている音。少し尖った音色が響いてくるのは、彼の今の心情を象徴しているのだろうか。入れ！低く響くその声にドアを開けると、剣持はちらりとこちらを見て、さも当然のように楽譜を指先で示した。ちょうどいいところに来たな、担当スタッフさんよ。まだちょっと弾くけど、何か必要なものがあれば用意しといてくれ。あと、この後すぐに MC との打ち合わせがあるんだろ。ちゃんと時間通りにやれよ。正吾のその言い方は相変わらず高圧的だ。いくら事前に覚悟していたとはいえ、いざ面と向かうと、やはり気分のいいものではない。とはいえ、ここで眉を潜めても仕方がない。俺はあくまでも
演奏を成功させるためのスタッフとして、この場にいるのだから。わかりました。念のため、タオルとドリンクは十分にありますか？なければすぐにお持ちしますが、淡々とそう返すと、剣持は一瞬だけ目を伏せて、鍵盤の上に指を走らせる。短いフレーズが途切れると、彼はツンとした調子で答えた。タオルは、もう少しふかふかのものが欲しい。ドリンクは冷えすぎてないやつを用意しておけ。それと、今日の俺の衣装は特注のジャケットがあるはずだ。アイロンがけはきちんとできてるのか？わかりました。ジャケットの状態を確認して、問題があればすぐにケアします。すると、剣持は不意にこちらを見やり、口の端を少し歪めるように笑った。お前、意外と手際がいいな。清掃員の割には仕事ができるじゃないか。鍵盤の上で指を走らせていた剣持が、ふと手を止めて、こちらに鋭い視線を向ける。そこには、嘲笑混じりの感情がありありと浮かんでいた。いい気分だぜ。お前のことを顎で使えるなんてな。かつてはライバルなんて呼ばれてたが、現実は使う側と使われる側ってわけだ。わざとらしく言葉を引き伸ばすようにして、嫌味たっぷりに笑う。その態度に胸の奥が少しざわつくが、ここで反応を示しても、相手の思うツボだろう。俺は自然に息を整え、資料の束を片手に軽く肩をすくめた。構いませんよ。演奏会をスムーズに進めるためなら、どんな仕事だってやらせてもらいます。清掃だろうと雑務だろうと、ピアノを最高の状態で弾いてもらうためなら、なんてことありません。そう答えた瞬間、剣持は鍵盤に触れながら小さく音を鳴らし、ちらりと険しい目つきを向けてきた。じゃあ言わせてもらうが、さっきのリハで使ったピアノ、なんだか調律が微妙に狂ってる気がした。お前後でちゃんと見とけよ。俺が最高の演奏をするためには、完璧なコンディションが必要なんだよ。かしこまりました。調律師の方にもすぐに連絡を入れて確認してもらいます。それと、スタインウェイのスペアもありますから、状況によってはそちらを使う準備も進めておきます。そう淡々と答えると、剣持は楽しそうに鼻を鳴らして笑う。愉快愉快。せいぜい俺のために頑張ってくれ。剣持は再び鍵盤へ意識を向けた。部屋を出た瞬間、自然に息が漏れてしまった。剣持が傲慢なのは昔から分かっていたけれど、こうもあからさまだとさすがに答えるものがある。アキラ、大丈夫？少し離れたところで待機していたルリコが小走りで近づいてくる。彼女の目には心配そうな色が宿っていた。なんてことないよ。今日はあいつ、コンディションが良さそうだから、公演もスムーズにいくと思う。まあ、気難しいところは相変わらずだけど。そう答えると、ルリコは小さくうなずきながらも、そっか。アキラ、無理はしないでね。私いつでも変わるから。と、囁くように付け足した。大丈夫だよ。俺はあくまでもスタッフとして動いてるだけだし、剣持も今日の本番に集中してるはずだからね。そう言って笑顔を見せると、ルリコはほっと息をついて微笑み返す。言葉に出すまでもなく、彼女もこれがベストな形ではないと分かっているのだろう。でも今は、この公演を成功させることが最優先。俺もルリコも、そして剣持さえも同じ舞台に向かっている。そう思えば、少しぐらいの嫌味には耐えられる気がした。その数時間後、客席はぎっしりと埋まっていた。どんちょうの向こう側では、リハーサルの最終確認が行われ、スタッフも演奏者も、その緊張感を肌で感じている。俺も剣持のそばで手際よく雑務をこなしながら、なんとか滞りなくステージへ送り出そうと奔走していた。だが、開演5分前になって異変が起きる。剣持が突然、楽屋の床に膝をつく。いつも見下すような視線を投げかけてくる彼が、苦痛に耐えきれず、声を上げている姿は衝撃的だった。周囲のスタッフは何が起こったのか理解できず、動揺と不安が一気に広がる。剣持さん？どうしたの？あちこちから悲鳴や騒ぐ声が飛び交う中、俺は瞬時に意識を集中させた。痛みに耐えている彼の状態を見極め、まずすべきことを頭の中で組み立てる。過去に得た知識と経験を思い出すように、湧き上がる手順を体が勝手にたどり始めた。みんな少し落ち着いて。救急車を呼ぶかどうかは今すぐ判断しなくていい。とりあえずここにスペースを作ってくれ。指示を受けたスタッフたちが慌てながらも
少しずつ周囲を片付け、剣持の周りに空間を確保する。俺は床に崩れた彼の肩にそっと手を添え、かすかな震えを感じ取りながら声をかけた。剣持、どこが一番痛い？右腕と手首だよな。ああ、最悪だ、畜生。油汗がにじむ剣持の額から、その苦しみが相当なものだとわかる。だけど、この状況で無理をさせれば、本当に取り返しがつかないことになるかもしれない。俺は自分の冷静さを信じて、素早く判断しようとする。今は絶対に動かさないで、後でしっかり見てもらう必要があるから、ここで無茶はしない方がいい。いいか、剣持。落ち着いて呼吸をするんだ。痛む腕を刺激しないように、俺は正しい姿勢を保たせつつ、簡単な応急措置を講じる。もちろん周りには、詳しいことを説明できないし、そんな余裕もない。だけど、手際よく動く俺の様子に、スタッフたちは、なんであの事務員が、と、驚きの表情を浮かべていた。スタッフの皆さん、少し冷たいタオルを持ってきてもらえますか？あと、周囲に人を集めないで、誰かが大きい声を出すと、剣持の神経を逆なでするかもしれない。俺は静かに、しかし、はっきりと指示を飛ばしていた。驚きと混乱でうろたえていた周囲のスタッフも、次第に事務スタッフのはずの俺が、妙に頼りになると感じたのか、指示に従い始める。そんな中、かすかにハイヒールの足音が近づいてきたかと思うと、瑠璃子が息を切らせて現れた。アキラ、どうしたの？大丈夫？翔吾が倒れたって聞いて。彼女の瞳には、はっきりと動揺の色が見える。実際、剣持は先ほどまであんなに威圧的だったのが嘘のように、床に崩れるように座り込んでいた。右腕に痛みが走るのか、苦しそうに息を乱している。多分、炎症が出てるんだと思う。負担が溜まっていて、もう限界なんだ。とても今は演奏できる状態じゃない。俺がそう説明すると、剣持は額に浮かぶ汗を拭いながら、鋭く睨み返してきた。ふざけるな！痛みがあろうが、俺は引く。今までだってこんなの大したことなかったんだ。こんなところでやめるわけないだろうが。言葉は強気だが、その声は震えていた。明らかに普段とは違う、痛みに耐えきれていない様子が伺える。それでも、彼は意地でも、ステージに立とうとしているのだ。今無理して弾いたら、取り返しのつかないことになるかもしれない。剣持、少しは落ち着け。お前だって自分の状態が分かってるはずだろ。しかし、剣持はかぶりを振って拒否する。誰がお前の言うことなんか聞くか。今日俺に付きっきりの担当スタッフはお前だろ。言うことを聞くのはお前の方だ。俺は、何が何でも、この舞台に立つんだよ。バンと手を床について、叫ぶ剣持の声が、狭い楽屋に乱暴に反響する。スタッフたちは、ますますおろおろしてしまい、誰もどうしていいかわからない。そんな中、瑠璃子が意を決したように、はっきりと口を開いた。翔吾、アキラは医者なのよ。きちんとした医療の知識がある人なの。その言葉に、周囲が一気に息を飲む。スタッフたちは、医者？と、驚きの視線を俺に向ける。剣持は軽く目を見開きながら、苦しそうに笑う。医者？お前が？嘘だろ。意味がわからない。剣持は信じられないといった様子で、苦しそうに笑ったが、その瞳には動揺が明らかだった。周囲のスタッフたちも一気に息を飲み、医者ってどういうこと？と、口々に疑問の声を上げる。俺は一度、深く息を吸い込み、なるべく落ち着いた口調で切り出した。信じられないかもしれないけど、本当だ。今はいろいろあって、瑠璃子の財団で働いてるが、ちゃんと医師免許を持ってる。だからこそ、わかるんだ。お前が今どんな危険な状態なのか。ここで無理して舞台に立ったら、一生ピアノが弾けなくなるかもしれない。頼むから、少し休んでくれ。そう言うと、剣持は眉を寄せながらも、はっきりと、拒絶するような素振りは見せなかった。大きく息をつき、床に視線を落とす。その姿には、痛みに加えて、焦りや恐怖が混ざり合っているのが伺える。わかった。少しだけ休む。俺の出番まで、あとどのくらいだ？彼が苦しそうに問うと、瑠璃子は手元のプログラムを素早く確認しながら、少し申し訳なさそうに答えた。今の曲が終わって、その後2組の演奏が入るから、実質、あと40分くらいかしら。もしかしたら、
アンコールの有無で前後するかもしれないけど、剣持はそれを聞くと、小さく息を吐き出すようにうなずく。一番最後にしてもらえないか。演奏するかしないかは、まだ考えさせてほしい。剣持が、そう弱々しくつぶやいた瞬間、周囲のスタッフは一斉に息を飲んだ。プログラムを変更するなど、前例がないに等しい。慌てて顔を見合わせるスタッフたちから不安げな声が飛ぶ。でも、今更順番を変えたら、他の出演者の進行に影響が出ます。お客様への案内も変わりますし、主催側も困るんじゃ。誰もが消極的になりかけたところで、瑠璃子がはっきりと言い放った。大丈夫。責任は私が取ります。皆さん、すぐにプログラムの組み直しを。次の演奏者と主催者側にも、こちらから連絡を入れるから、調整にかかって。周囲は、一瞬戸惑いの色を見せるものの、瑠璃子がテキパキと指示を出す姿に、引き締まった表情で動き始める。こちらもできる限りのことはするから、その間になるべく痛みを落ち着かせて。瑠璃子が剣持の瞳をまっすぐ見つめてそう伝えると、彼は短くうなずき、弱々しく椅子に腰を下ろした。少しだけ呼吸を整えてから俺をじっと見つめた。さっきまでの威圧感は大きく影を潜め、どこか困惑したような色が瞳に宿っている。お前、俺の腕のこと最初から気づいてたんだな。震える声でそう問いかける彼に、俺は応急措置をしながら静かに答えた。ああ。だから俺の曲目を減らせとか言ってたのか？そうだ。最初に再会した時から手首あたりに微妙な違和感があるのが分かった。演奏してる時の細かい震えとか、普段何気なく動かしてる時のバランスの崩れとか、病院でそういう症状、今までたくさん見てきたからな。剣持は困惑とも苛立ちともつかない表情を浮かべる。なんでお前が？中学からピアノやって、高校でも音楽コースに進んでたはずだろ？いつの間に医者なんかに？その問いかけに、俺は少し息をつき、心を落ち着かせるように言葉を選んだ。中学の頃にピアノに出会って、人生が変わったと思ったんだ。それまで勉強ばかりしてるだけの味気ない生活だったからさ。ピアノを弾き始めたことで、初めてこれがやりたいって熱中できるものを見つけた。高校の音楽コースに行って、本気でプロを目指そうと思ったんだよ。そこで、ほんの少し声が震える。剣持は黙って俺の言葉を待っていた。でも、才能にはどうしても勝てない壁があるって思い知らされた。特にお前は圧倒的だったよ。俺がいくら努力しても追いつけないんだって分かった時、ひどく悔しかった。でも同時に、そこまで才能がある人たちを別の形で支えられたらと思うようになったんだ。別の形か。ピアノを教えてくれた人の中に、指や腕を痛めて道を諦めざるを得なくなった人がいてね。それを間近で見て、こんなに素晴らしい音楽を続けられなくなるなんて、何か方法はないのかってずっと考えるようになったんだ。そこで医師の道が浮かんだ。音楽家の体をサポートできる医者がもっといれば、救われる人も増えるはずだって。剣持の表情には、まだ納得しきれないままの混乱が見える。それでも俺は話を続けた。だから、高校の後半からは、一生懸命に医学部受験の勉強をして、卒業後は医大へ進んだ。医者になってから、実際に患者さんと向き合って、リハビリもサポートしたかったけど、理想と現実は違って、病院のシステムに縛られて、一人一人に寄り添う時間がなかなか取れなかった。そこで、いつか演奏家を専門にケアする環境を作りたいって思うようになったんだよ。それで、財団で雑用係をやってるってわけか？ルリコんとこで働いてるのも、その夢のため。そう。演奏家がなんで苦しんでるのか、どんな不満を抱えてるのか、現場で知りたかったんだ。ルリコが声をかけてくれたから、こうして近くでその実情を見て回れる。まさかお前に使えるスタッフって形になるとは思わなかったけどな。そう言い終わると、剣持は痛みでうめきながらも、かすかに眉を下げる。あれほどプライドの高い彼が、今は俺の言葉を拒絶できないでいる。なるほどな。お前が俺の腕を気にかけたのも、そのせいか。かっこ悪いな、俺。別に、格好なんてどうでもいい。お前が本当に大事にしてきたピアノを失う方が、
よほど悲しいだろう。今は無理をするな。頼むからしばらく休んで、正しい治療を受けてくれ。そう告げると、剣持は一度小さく息を飲む。まだ痛みで苦しそうだけど、先ほどまでの荒々しさは薄れていた。俺は目を伏せ、周りのスタッフに目線をやりながら、これ以上彼を刺激しないよう静かに応急処置を続ける。もし足を止めたら、あっという間に俺の居場所なんて奪われちまう。だから、走り続けるしかなかったんだ。どんなに痛みがあっても怖かったんだよ。無理してでも引き続けるしかないって。剣持は歯を食いしばりながらやりきれない思いを吐き出した。憎まれ口ばかり叩いてきた男がここまで弱音を漏らすなんて正直想像もしていなかった。だが同時に彼がずっと一人でこの恐怖と戦っていたのだと思うと、俺の胸にも何かが詰まる。今ここで無理をして本当に弾けなくなる方が取り返しがつかない。お前の席どころかピアノそのものを失うことになるかもしれないんだぞ。わかってる。でも今日せっかく集まってくれた人たちに何か伝えたいんだ。剣持はそう言って苦しげに肩を上下させる。俺はその思いを否定することはできなかった。たとえコンディションが悪くても、ここまで支えてくれたファンを前に何もせずに引き下がるのは彼のプライドが許さないのだろう。わかった。まずはこれ以上痛みをひどくしないよう応急処置だけはさせてくれ。後で必ず検査を受けるって約束しろよ。ああ、わかったよ。すまない。ありがとう。そう答えた剣持の声はわずかに震えていた。俺は医療キットを手に取り、彼の痛む腕を優しく固定するようにサポートする。もちろん完全に治るわけではないが、今ここでこれ以上悪化させないための最低限の処置だ。最後に一つだけ頼みがある。手当てを終えて立ち上がろうとしたとき、剣持が低い声で呼びかけてきた。先ほどまでの痛みと焦燥に満ちた表情は少し和らぎ、そこには別の決意が宿っているように見える。俺はその視線に押されるように足を止めた。やがて剣持の順番がやってきた。剣持が舞台に姿を見せると、客席からざわめきが起こった。右腕にはしっかりと包帯が巻かれている。どういうことだといぶかしむような空気が会場に漂う中、彼はマイクを持ち、少し苦しそうな笑みを浮かべて口を開いた。今日は僕の不調で右腕が使えません。残念ながら完璧な演奏はできないかもしれない。でもこれまで応援してくれた皆さんにどうしても音を届けたくて、そこで急遽スペシャルゲストを呼ばせてもらいました。そう言って剣持は舞台袖をちらりと見やる。戸惑いながらも俺はライトの当たるステージへと歩み出す。袖からは小さな驚きの声が漏れているのがわかる。そう、さっき楽屋で最後に頼みがあると言われたのはこの連弾への誘いだったのだ。本当に俺がピアノをしばらく離れていたのに、そんなことが。心臓がドキドキとなり考えがまとまらない。しかし剣持は包帯を巻いた腕を軽く動かしながら俺の背中を叩き、観客へ向けて言葉を続ける。彼はかつての学生時代、僕が一目置いていたピアニストです。今日は僕が弾けない右手の部分を補ってもらおうと思ってます。客席には一瞬の静寂が訪れ、ついで好奇の眼差しがこちらに集中する。俺は思わず喉が渇きそうになるが、それでも舞台に上がった以上逃げるわけにはいかない。剣持を支え、そして演奏を期待してくれている観客を裏切ることもできない。では一曲だけ聴いていただきます。剣持がそう言ってピアノの前に腰掛けると、俺も隣に座り、ほんの少しだけ深呼吸をする。ステージの強いライトが眩しい。観客の緊張感が肌を刺す。それでも鍵盤に触れた瞬間、不思議と昔の感覚が指先に蘇ってくるのが分かった。剣持は左手、俺は右手主体でメロディーを紡いでいく。最初はお互いのリズムがぎこちないようにも思えたが、途中から噛み合い始めると、さながら一つの曲が見事な調和を持って流れ出す。舞台袖からはスタッフの息を飲む音、客席からは驚きの声がかすかに聞こえてくる。まだ弾けるんだな俺。懐かしい情熱が胸の奥を熱くし、曲の山場に差し掛かると、剣持が振り向いて小さく笑みを投げかける。
その笑顔は痛みと戦う姿を感じさせながらも、何かを取り戻したような輝きがあった。そしてフィナーレ。最後の和音が響き渡ると同時に、客席からは大きな拍手と歓声が湧き起こる。剣持は包帯を巻いた腕を慎重に引き寄せながら立ち上がり、俺と視線を交わすと、かすかに口元を緩めた。ありがとう。やっぱりお前、まだピアノを捨ててなかったな。その言葉に返す余裕もなく、俺は呼吸を整えながら、湧き起こる拍手の波をじっと受け止める。しばらく遠ざかっていたはずの鍵盤が、こうして、また俺の心を震わせる。隣では、剣持が残された力を振り絞り、観客に笑顔を返していた。誰もが予想しなかった即席の連弾が、ここに思わぬ感動をもたらしていた。それから、剣持は痛む腕をなだめつつも、決められていたトークショーや簡単なプログラムをしっかりこなしてみせた。客席からは絶え間ない拍手と歓声が送られ、舞台は大成功に幕を下ろす。俺も久々の演奏で全身の力が抜けそうになっていたが、緊張感に支えられて、なんとか最後まで崩れずに乗り切った。舞台を降りると、そこには瑠璃子が目を潤ませながら待っていた。その笑顔は、あらゆる苦労が報われた瞬間の輝きに満ちている。最高だったわ、二人とも。本当にありがとう。そう言って、瑠璃子は思わず、俺と剣持の両肩をぎゅっと抱きしめる。いつも冷静に見える彼女が、こんなに感情をあらわにするのは珍しく、俺も剣持も少し戸惑いつつ、安堵の笑みをこぼした。お前、いきなり連弾なんて言うから焦ったけど、無事終わってよかった。冷や汗が止まらなかったぞ。俺が肩で息をしながらそう言うと、剣持は包帯の巻かれた腕を気にしつつ、ふっと鼻で笑う。ふん、うまくいくに決まってんだろ。お前は俺が認めた唯一のライバルなんだからな。それに、さっき楽屋でピアノを試し弾きしてるの。ちゃんと俺は聞いてた。今でもあの頃の音が出せるって確信したんだよ。何？じゃあお前わざと、俺を担当に指名したり、あまりにも自然すぎる流れでピアノを触らされていたが、まさか剣持が最初から計画していたとは思わなかった。驚く俺を見て、彼は軽く肩をすくめる。まっとうにピアノを諦めようとしてたお前を、もう一度ステージに引きずり出すのも悪くないと思ったんだ。お前ピアノやめるなよ。才能がどうとか関係なく。お前の音は、俺が好きなんだからさ。うまく言葉を続けられないように見える彼。目はそらしがちだが、これが彼なりの本音なのだとわかる。いつも尖った態度の裏に隠れていた真意を聞いたら、なんだか胸がいっぱいになってしまい、言葉を返すこともできない。ありがとう。俺の声は震え、思わず涙がこぼれそうになる。高校時代、どんなに努力しても超えられなかった天才ピアニスト。それでもずっと憎からず思っていたライバル。そんな彼が今この瞬間だけは誰よりも温かい言葉をくれる。静かに頭を下げた俺の背に瑠璃子がそっと手を置いた。舞台袖からはまだ拍手の余韻が聞こえてくる。大成功を収めたコンサートの幕が降りて、だというのに俺たちの物語はここからが始まりのような気がしてならなかった。あれから少しの時間が経った。俺は今、桜財団の協力を受けつつ、新たに立ち上げた小さなクリニックにいる。ここでは演奏家やダンサーなど、体を酷使する芸術家たちが安心してリハビリやメンテナンスを受けられるように、できる限り丁寧なサポートを心がけている。きっかけは、先のコンサートで、剣持の応急処置を施した一件だった。彼が、この男にはちゃんと知識がある。なぜ裏方にいたのか不思議なくらいだ。と、あちこちで話したらしく、たちまち音楽業界の耳に入ってしまったらしい。さらに、剣持との即席連弾が SNS やマスコミで取り上げられ、思いがけない好評を得たことで、演奏家を支える医者がいるという噂が広まった。その結果、俺がずっと抱いていた演奏家を専門にサポートできる場所を作りたいという夢のために、思わぬ形で協力者が集まってくれたのだ。財団の責任者である瑠璃子の父、高槻会長も、真摯に芸術家に寄り添う医者が増えるのは素晴らしい。と賛同してくださり、開業や設備投資に潤沢な資金を出していただけることになった。もちろん俺自身も、
少しずつ貯めていた資金をすべて投じ、心から理想の空間を目指した。そこで得た設備と人材のおかげで、今ではアーティスト専門のクリニックとちょっとした話題になるまでに成長している。ドアを開けると、待合スペースにはバイオリニストや声楽家が様々なリハビリ予定表を手に談笑している。初心では、私は体のどこをどう痛めやすいか、どういうステージや稽古をしているかといった話をじっくりと聞くようにしているため、みんな安心して通ってくれる。何より、ここへ来た演奏家たちが、ようやく自分の体と向き合える場所ができたと口にしてくれるのは、俺にとってこの上ない喜びだ。よー先生、俺、今日もリハビリに来たぜ。聞き慣れた声がして振り向くと、そこには包帯はもう外しているものの、まだ腕をかばうように持ちながら剣持ちが立っていた。例のコンサート以降、彼はしばらく休養に入ることを決断して、腕のいい病院で検査と治療を受けている。俺の応急処置のおかげで最悪の状態は免れた。と医者から言われたらしいが、当分は集中的なリハビリが必要だという。お、来たな。今日のリハビリは電気治療と軽めの運動療法を組み合わせるから、ちゃんと覚悟しろよ。下手に筋肉ばかり鍛えても逆効果になることがあるし、痛みが残るようならすぐに言え。そう言いながら問診票をチェックすると、剣持ちはにやりと得意げに笑って答える。へ、俺はファンレターがまだ山のように届く男なんだぜ。こんなところで足踏みしてるわけにはいかねえ。俺は恐怖心なんかとっくに捨てたからな。早く治してステージに戻ってやるさ。彼らしい体現相互だが、それは彼なりの意気込みでもあるのがわかる。何より彼は才能があるだけでなく、努力を惜しまない人間だ。俺は改めて彼の腕を軽く触れ、腱や筋肉の状態を確認しながら、丁寧にリハビリメニューを説明する。順調に回復してきたのは確かだよ。けど、完璧に痛みや炎症が取れたわけじゃない。まだまだ慎重にやらなきゃいけないからな。わかってるよ。そのためにここに通ってるんだからさ。まあ、お前にもう大丈夫と言われる日まで、アドバイスを全部聞いてやるよ。苦笑しながらそう返す彼の表情は、昔のような高圧的なトゲトゲしさが薄れ、どこか柔らかさを帯びている。無論時には、本当にこんな地味な運動が必要なのか、とか、早くガンガン弾きたいんだが、なんて文句を言われることもあるけれど、彼が少しずつ、己の体と向き合いながら前に進んでいるのがはっきりと伝わってくる。とにかく焦るなよ。驚異的な回復力って言われてるけど、無理して後戻りになるのが一番まずいんだ。お前のファン1号としては、ずっとお前のピアノを聴いていたいからな。照れ隠しで少し強めにそう言うと、剣持ちは一瞬きょとんとした顔をして、それからふっと笑う。お前が俺のファン1号ね。全然似合わないけど、まあ、光栄だよ。お前も最近ピアノ弾いてるんだろ？剣持ちは、そう言って意味ありげに笑った。ああ、実はちょっとずつな。まだ本職は医者としての方が忙しいけど、少し時間があれば、ピアノを触るようにしてる。あの日の連弾をきっかけに、音楽を楽しむって感覚を取り戻した気がするんだ。俺は、照れ隠しに手元のファイルを閉じ、笑いながら応じる。彼が言う通り、音楽から離れていた期間が長かった分、今は不思議な懐かしさと喜びが同時に湧き上がる。医療の道を選びながらも、音楽を捨てきれなかった自分。今になって、やっと心の底で納得できているのかもしれない。へ、いいんじゃないか。まあ、回復したらまた一緒に弾こうぜ。剣持ちは不敵な笑みを浮かべるが、その声には以前のようなトゲはない。むしろ、ライバルとしてでも、友としてでも、俺と音を紡ぎ合うことを楽しみにしてくれているのがはっきり伝わってくる。以前は追いかけても追いかけても届かない存在だった剣持ちと、こうして同じ場所を見据えられる日が来るなんて。すると、ふと横から穏やかな声が聞こえてきた。アキラ、そろそろ午前の診療時間が終わるわね。午後はリハビリだけじゃなく、新しい患者さんも何件か予約が入っているし、少しお昼にしない？振り向くと、カルテを手にしたルリコが優しい笑みを浮かべて立っていた。時計を見れば、もう正午を過ぎている。
ここで休憩を取らないと、午後の診療に差し支えるだろう。おっと、確かにな。ありがとう、ルリコ。じゃあ、あと少しで区切りがつくから、スタッフルームで合流しよう。財団の新プロジェクトなどで、多忙な彼女だが、最近は頻繁にこのクリニックに顔を出してくれる。公私共に支えてくれる大切な存在。俺は、そんな彼女に軽く目配せした。わかった、すぐ行くよ。ケンモチ、お前は今日は軽いトレーニングだけで終わりだろ。やりすぎないようにな。へいへい、先生の言うことは聞いておくさ。そう言い残して、背を向けたケンモチの姿は、やはり自信に満ちている。遠ざかる足音が止まる直前、ちらりと振り返った彼が、こっそり手を振ってみせた。ずいぶん仲が良くなったわね、あなたとシャオ。ルリコがからかうように囁き、俺は苦笑する。昔は一方的に見下され、ひたすら悔しい思いばかりしていたけれど、今はどこか心地よいライバル関係へ変わりつつあるようだ。まあ、あいつも根はいいやつだからな。俺にとっても悪い気はしないよ。そう返すと、ルリコは満足そうにうなずき、俺の手をそっと取った。アキラ、行こう。あなたにも財団にも、まだまだやることは山ほどあるんだからね。彼女の手のぬくもりを感じながら、俺はそっと笑顔を返す。こうして、隣にいてくれる人がいるなら、音楽にも医療にも、俺は全力で向き合っていけるだろう。仕事は相変わらず忙しく、そして、新しい患者も続々とやってくる。けれど、その合間を縫って、ピアノの練習をする時間も、今なら不思議とちゃんと作ろうと思える。ライバルとして、そして友として、ケンモチと再びピアノを奏でられる日が来るかもしれない。そう考えるだけで子供の頃に感じたワクワク感が再び胸を満たすのを感じた。